よいしょよいしょ。だいたい配信のスタートでコメント考えてないとき、とりあえずよいしょって言っとくよね。こんばんは、おもやしさんいらっしゃいませ。ありがとうございます。本日もノーマンズスカイやっていこうと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。国和でございます。買ったって正解一番間違いないからね。いや、よいしょよいしょ。大体の世代通じるからね、これだとね。うん。ノーマンズスカイやっていきます。パンダさん、バンバンボーン、おばんばんばん、おばんばんでございます。パンダさん、今日もよろしくお願いいたします。さあ、こちらの後ろの方、見覚えがあるのではないでしょうか。甲州派インターフェースでございます。ありがとうございます。よいしょよいしょ。ありがとうございます。裏作業の方でね、ストーリーの方いろいろ進めておりました。もやしさん、ちょっとこれワンチャンネタバレになるかもしれないけど大丈夫かい？ワンチャンね、ネタバレの可能性はあるけどね、まあどうか許してほしい。まあ始めたばっかりならだいぶ先だからね。だいぶ先の話だから、まあ生温かい目で見ていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。慶太郎さんもこんばんは、いらっしゃいませ。ありがとうございます。さあ、甲州派インターフェースということはね、オートファジーでございます。ありがとうございます。かっけえな。いやいいよね。やっぱノーマンズスカイええよな。一個一個新しい出会いがあるたびにね、一個一個全部作り込まれててかっこいいんだこれが。オッケー。よし、じゃあ今日はオートファジー進めていこうと思いますんでね、よろしくお願いいたします。ノーマンズスカイの世界の方、いろんな星々が宇宙に散りばめられているわけでございますけれども、それぞれの星には色がございます。色がございまして、それぞれの色で手に入るものがあったりとか、あとはね、そこに行き着くまでの難易度があったりとかするんですけれども、今回はですね、紫星系、ちょっと特殊な宇宙船装備がないといけない星になっているのでね、今日はそこを目指してストーリーモードを進めていこうと思います。ハートありがとうございます。ハート連打嬉しいね。じゃあやっていきましょう。りゅうきさんこんばんは、いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日はね、お昼の方の雑談配信から引き続き夜の方でノーマンズスカイやっていきますんでね、よろしくお願いいたします。ハートありがとうございます。さあやってまいりましょう。オートファジーでございます。紫星系にね行きたくて、でいろいろ進めないといけないということでね、こちらのストーリーを進めていこうと思います。とりあえず今やるべきところは、帰ってきた者たち、こちらの方のストーリー進めていくんですけれども、オートファジーとの謁見でいいのかなと、機械の祈りを選択して進めようと。どっちでもいいのかな。最終的に両方やることになるのかしら。まあ近場のところからやっていこうかな。とりあえず謁見
とりあえず謁見してみる？謁見してみようか。どっちが先なんだろう。祈りが先なんかね。アトランディウムの特性調査の方早そうだね。じゃちょっと機械の祈りの方からやっていきましょう。電子心臓にアトランディウムを与えて、その反応を記録する。で、スペースアノマリーを呼び出してアトランディウム感知プロセッサーをスキャンする。へえ。パンダさん、それでは聞いてください。紫星系に行きたくて。どんな曲なんだ。始まりそうじゃないか。ボンソワール国和メールシー、琥珀さんメールシーでございます。今日もありがとうございます。ノーマンズスカイやってきますんでね、どうぞどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。今日はね、いろいろストーリーの方をね、進めていこうと思います。ちょっとね、やっぱりストーリー進めていかないと次の星に進めない状態になったのでね、今ストーリー進めて新たな色の星に渡れるように準備をしようかというところでございますので、よろしくお願いいたします。今日はね、ここ最近ずっとみんなでわちゃわちゃしてたんでね、ノーマンズスカイで今日はストーリー進めてこの先々の準備をしていこうという算段でございます。この星がね、なんか重力の調子が塩梅が良くなくてね、ちょいちょいお空に吹っ飛ばされたけど、ごめん、蚊に殴っちゃった。ごめん、蚊に殴っちゃった。そんなつもりはなかった。違うの、事故なのそれは。とりあえずスペースアノマリー行けばいいんだっけ。じゃあ宇宙船乗っていきましょうか。どこの女と一緒に歩んだストーリー進めるつもりよ。浮気、別のストーリーに浮気。そしてですね、裏作業で申し訳ないんですけれども、これこそ本当は配信でやんなきゃいけないんですけどね、新たな相棒でございます。祝福された、なんて言うんだ、ベータシグマでいいのかな。この特殊な数字は読めん。ベータシグマわからん。読み方わかる人教えてください。これ、B クラスのね、センチネル戦の方を拾いました。マジネタバレ申し訳ない。こういうのもあるんですよ。こういう船もあるんです。なかなかね、ビジュも最初の1機目にしてはなかなか気に入ったデザインなのでね、しばらくはこの子を使っていこうかと思っておりますんでね。全然強化とかはしてないですけど、全然ソジウムなくてこれすらつけてるってないですけどね。まあおいおいやっていこうと思います。電子心臓にアトランディウムを与えてとか今表示されたな。電子心臓っていうと今持ってるわい。手放したか。これか。このゲームは相変わらず説明が少ない。相変わらず説明が少ない。いや、感動しました。めちゃめちゃセンチネル戦スピード速いんですよね。全然通常の航行速度が違うので、なるほどな、みんな使うわけだと裏作業中に感動してた次第でございます。なぜこれを配信でやらないのか。順番めちゃくちゃもったいないぜ。この電子心臓っていうのが何なのかようようわからんね。スペースアノマリーをスキャンだからここでスキャンかけりゃいいのか。来た。そういうことね。了解。センチネル戦の、特徴、大気圏内でのホバリングね、便利よね。ダントツで便利だと思う。今日水銀やってなかった。後で水銀やろう。よいしょ。この間ストーリー進めた時になんかそっちに展開したっけか。こっちじゃないね、こっちだね。いわゆるその空中の一定の場所に完全に静止ができるっていうのね。それがやっぱね便利だよね。他の宇宙船だとそうはいかないからね。懐かしの場所や。ここか。シミュレーション装置のところでね、
いやー、ここはなんか悲しい思い出というか、胸が締め付けられる場所だわ。惑星体を特定。プログラムを読み込む。よし。宇宙または、惑星表面からスキャンしてアトランディウム感知プロセッサーを見つける。さあ、これで話が進んだのかな。わからん。説明がやはり少ないこのゲーム。白メガネさん、こんばんは。お晩でございます。お晩です、お晩です。ありがとうございます。ノーマンズスカイやってきますんでね、よろしくお願いいたします。今日は紫星系目指してストーリーを進めていく回でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、こっからどうすればいいんだい？とりあえず宇宙空間に出てスキャンっぽいことをすればよいのかい？宇宙または惑星表面からスキャンして、よし、ここを出ます。まずはここを出まして、よし、じゃあ適当にスキャンしようか。どっこいしょ。来ましたね。電子処理ユニットを検知。サクサクっといっちゃいましょう。工場操作 CPU とか書いてあるね。センチネル戦がね、早いんだ。非常に早い。もうお気に入りのソーラー線の出番がなくなってしまってちょっと困ってる。悲しいことやで。ビジュアソーラー線が圧倒的に好きなんだけどね、センチネル線も乗ってみると便利すぎてたまらんね。めっちゃ浮気したくなっちゃうというか、今ナウでしてる。いつもと違うマシンにまたがって宇宙を探索してる状態だぜ。今日から俺のことはパウロと呼んでくれ。到着で、ここで何をすればいいんだい？センティネルがその辺におるね。セントにならなきゃいいが、みんな平和的に行こう。平和的に。お邪魔しま。わあ、戦闘の気配だ。嫌じゃ、戦闘の気配じゃ。いやー、バトルは嫌ですよ。よし、行きますか。お邪魔します。まあ奴らが入ってこないであろうことを祈りながら。怒られた。アトランディウムあげるんで許してください。アトランディウムあげるんで。ダックスフンドさん、こんばんは。ファイトです。ありがとうございます。ダブル絵文字がロブスターに見えた。不死鳥だ、不死鳥。素晴らしい。ありがとうございます。頑張るぞ。検証、検証、検証、神や。実験に失敗しました。コマンドが入る。戦闘状態解除。よかった。素晴らしい。よしよしよし。みんな落ち着こうな。みんな落ち着こうぜ。アズラさん、チラーン。ありがとうございます。アズラさん、こんばんは。いらっしゃいませ。ノーマンズスカイ今日もやってきますんでね。今日は紫星系を目指してストーリーを進めていきますのでね、よろしくお願いいたします。冒険どうだった？共同の方はですね、なんともなんとも共同探検の方はなんともでしたね。やっぱなんだろう、調子があまりにも悪く、何をやってもうまくいかないタイミングに差し掛かってたせいで、ちょっといまいちだった感じは正直ある。そう、今日は紫をやっていくんでね、よろしくお願いします。やっぱりそのクエストも到着したね。もうついに手をつき始めましたよ。結局紫に行かないと話が進まないような感じだったんで、それをとりあえず進めていかないとなと思って。で結果的にセンチネル戦も手に入れ、なぜそれを配信でやらないのかとね、悲しみに暮れながら
本日もやってまいりますんでね、よろしくお願いいたします。だってここから紫システムはこのゲームの特別のダウンロードコンテンツっぽい感じだね。へえ、もう追加要素的な感じなんだ。紫成形自体は別にあれなのかな。追い求めなくてもなんとかなるっちゃなるのかしら。ここから何すればいいんだ。やばい、次に何するかの説明をスルーしてしまったかもしれない。なんか今普通に何も考えずに浮上してきちゃったけど、これで合ってんのかな。一旦宇宙空間出ます。あ、これだ。プロセッサーを見つけるためにまたスキャンをする。了解。お、来た来た。しばらくこれかな。処理ユニットを何件かお使いで回る感じでいいのかな。はい、じゃあ飛びます。飛びます。紫システムの特徴はガスジャイアントという惑星があります。あ、ガスの巨大惑星だ。あー、ガスの巨大惑星、それにも行きたいんだな。そうはかなりでかいし、でも危険もある。あ、難易度高いのか。優しい惑星がいいんだけど、やっぱね、ゲーム終盤に差し掛かればやっぱ難易度は上がってくよね。仕方ないっちゃ仕方ないのか。ステーション到着。あ、久しぶりだな、あそこの台登るの。大ガス惑星とかむちゃくちゃ深い海の惑星とか、へえ、かなりサイズ感がでかい大胆な星があるわけだ。なんか遠回りしちゃった気がする。なんか遠回りしたそっか、今まで行けてなかった星に行けるようになるから、そういう楽しみがあるんや。今日そこまで行けるかな。時間かかるかな。アトランディウム、このもんどころが目に入らぬか。どうすか。あー、インデックス不明ってなるんや。あー、じゃあ本当に紫成形って特別なんやな、こうやって見ると。あー、みんな見せるたびみんな混乱するやんけ。優しい惑星常時嵐で重力めちゃ重たいガス惑星と鬼寒い深海惑星だぜ。大変すぎる。あからさまに難易度が上がってる気がする。つらい。基本的にランク C やな。ランク C ですね。よし、まあサクサクどんどん行きましょう。なんかすごいね、黄色と赤の鮮烈なカラーの宇宙船があるね。カラーリング嫌いじゃない。あ、なんだい。船のコックピットは心地よく馴染む。少し時間をかけて深く腰掛け、ダッシュボードに指をかざす。センサーと制御装置に手をかざすと、まるで昔の友人の存在に反応しているかのように優しく点灯した。ここではアトランディウムを、このもんどころが目に入らぬか。虚無って言われたがあ、虚無を検出しました。近くにあります。何が。船のコンピューターが指示なしで自動的にナビゲーションシーケンスを起動している。制御盤はついさっきまで反応していたが、今では私の入力を完全に無視している。ナビゲーションシステムを調整し、なんか勝手にどっかに案内してくれるみたいや。目的地不明って出てるけど。お、どうやら目的地まで案内してくれるようじゃ。おー、目標達成。国勢調査完了でございます。アトランディウムの源が検出された。発掘調査のため宇宙空間へ飛び出そう。参ります。今日はね、もうレッドブル開けてるんで、これ飲みながらやっていきますんでね。じゃあパルスドライブで場所を検出するみたいなんで、ドライブ行きます。
船が邪魔です。ごめんなさい。船じゃない、星が邪魔です。何もないとこに飛ばなきゃ検出できへんのやで。難しいね、この検出するための。来た。おお、なんだ、新しいアトランティドの断片。あ、なんか通信来た。断片からか。これでもう一個装置なんだな。じゃあ構造を調べます。減衰した電波がコミュニケーターに届く。突如古代の音声がシューという雑音とともに聞こえる。その声は間違いなくコーバックスのものだ。ここでコーバックス出てくるんか。難民エンティティ記事簿の記録。日記のような記録や。いやー、これは完全に生き残ってない場合のやつや。生き残ってないパターンの日記帳のやつやん。クリスタアルファってなんだ。成長してるってどういうことや。すごい怖いこと言ってるぞ。私たちの生死に潜り込んだのは誰？ほら今ここでかけら、アトラス、私たちを助けて、助け。怖すぎやろ。絶望を感じさせるこの声を聞くのは気が進まない。ほんまにや。いや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 。言語データを抽出。ちょっとしたホラーかな。急にジャンルがコズミックホラーに切り替わり始めてるけど大丈夫か。ワイはホラー苦手やぞ。あ、ディエさんこんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日もねやっていきますんでね。今アトランティドの断片から古い音声情報を引っ張り出してコズミックホラーを体感したところでございます。これ中入れるとかじゃないんだよね。だってね、いかにも入れそうなデザインしてるけど、口が開くとかそういうわけではないんでしょこれ。痛いです。ごめんぶつかっちゃった。ごめんなさい。体当たりは良くないよね。ちなみにさ、好奇心からなんだけど、これ攻撃したらやっぱり敵対されるのかな。なんかダメージ判定入るな。これ撃っちゃっても大丈夫なやつ。好奇心から。ついに来たんですね、この世界へ。ついに来てしまったのか。紫星系を目指す旅に来てしまった。なんかダメージ判定あるけど、これなんかあんのかな。これ破壊したら何か手に入るとか一応あるのか。どうなん。なんか爆発してる。なんか爆発してる。シャードがなんだろうこの罪悪感。なんだろう。何事もなかったかのようにバシューンと炸裂して消えてしまったが、なんか普通にいけないことをした気分になってしまった。ナムさんあいえーポン。悲しすぎるで。なんか余計なことしてたらね、やっぱ目的忘れちゃうからね。次はこれで一つ。じゃあ次は会いに行きますか。次はオートファジーに会いに行きましょう。ポリフォニックコアをインストールする。マルチツールをなんかまた改造しなきゃいけないみたいね。了解。アズラさんわらわら。宇宙ステーション来て。了解です。アズラさんいらっしゃいませ。じゃあ合流しますね。一回どれワッシュイ。ジュース飲みながらね。
ああさて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 、よいしょー、あずらさん、あずらさん、いらっしゃいませ。何、弾丸攻略50万の化け物みたいなマルチツールやってますな。またしても50万ってどういうこと？そんな行くんだ、弾丸攻略。あずらさんこんばんは。どうも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 。アトランディウム700、ありがとうございます。もらっちゃいました、アトランディウム。ありがとうございます。 Thank you、 ありがとうございます。パンダさん呼んだ？種族オートファジー。オートファジーがおった、すでに。ちなみにこれって、そういうことか。違うんです。今新しいの入れたいのはこれじゃないんです。あずらさんありがとうございます。ディエさんヒュー支援する。支援ありがとうございます。助かります。あれですね、ちょっととりあえずマルチツールに何かを、もうついてるじゃん。ポリフォニックコアがもうついてるんで、これでいいんじゃないか。これからやることがいっぱいあるので頑張ってね。いっぱいあるんだ。ありがとうございます。めちゃめちゃ頑張らせていただきます。頑張るで頑張るで。マルチツール大丈夫？わお、どうだろう。もうこのままスキャンしてて大丈夫なのかな。ポリフォニックコアは遠くからオートファジーを検出できる。了解です。泥沼の入り口へようこそ。来てしまったか。SQ スキャンタイプあるね。いいじゃん。これやっぱいい感じなんですね。そう、ちゃっかりこれ持ってるので、こいつを使ってね、じゃあやっていこうと思います。OK。よし。私も一歩もあるからね。みんなやっぱり必ず一つは持ってる感じなんですかね。そうすると。よし。では、行ってまいります。いざ。あずらさんありがとう。じゃあ先に行ってね。了解です。じゃあ行ってまいります。よし、行くぜ。よし、行くぜ。よし。なんか同じ船が2つ止まっちょる。この世紀では流行っとるのかな。よし。おいで。こっちだね。方角的にはね、こっちだね。あの辺だね。オートファジー信号検知。飛びます。よいしょ。角度も直しいの。頑張ってね。ありがとうございます。頑張るでー。リエさん新しい戦艦できたよ。いいな、みんなでまた戦艦見せ合ってるんだ。いいな。いいな。これはなんか思ってたのと違う情景の場所やな。まあよかろう。とりあえず地上に降り立ちセーブをしてあずらさんの造船速度が速い。本当にね、本当にそうよ。この辺で何かを検知しようだけど、これのことじゃないよな。これは関係ないよね。そっか、あれだっけ。スキャンすれば隠れてるいろんなものが出てくるんだっけか。じゃあどれスキャンしようか。オープンセサミ。こんにちは。どうも。そうか、言語がまだわからん。言葉を教えてほしい。機械工ミハムは私の要求を待っている。なんか全然見たことない
こういう選択肢になるんだ。ほう。今日は決めたデザインもあったからね。だから仕事早くできたかも。素晴らしい。それは素晴らしいことだ。支援物資届きに行きます。りゅうきさんもありがとう。助かります。とりあえず単語を一個ずつ教えてもらった方がいいのかな。とりあえず友情のシンボル。必要とするだって。一人、こっちにおるね。こんにちは。イクバルさん。オートファジーは好奇心旺盛に私を見つめている。彼らの表情は読みづらいが、彼らは私が近づいても恐れたり驚いているようには見えない。単に私がここでどんな理由で来たのか知りたいだけだろう。めっちゃ喋るやん。ようこそ事前構築済みエンティティ。結構はっきり喋るやん。ところどころ文字があれだけど。デザイン決めていてもそれを形にするのが難しい。ね、コルベットはそれがね、奥が深いからね。アトランディウムをじゃあ、とりあえず見せます。不随の震えがオートファジーの体中を駆け抜け、寄せ集めの骨格とスクラップでできた手足をガタガタと揺らした。とりあえず友情を繰り返すか。優しい。私の不器用な言葉の発声に生命体は面白がっているようだが、努力は評価してくれているようだ。彼らは落ち着きを取り戻し、厳粛にうなずき、私が手伝えるかもしれない仕事についてブリーフィングを始めた。なんだ、仕事斡旋してくれるんか。マジそんな仕事斡旋してもらえんの？マジか。生命ジェルを2個生成する。繊維ガラスグリップの設計図。繊維ガラスグリップ？なんだこれは。おそらく自己投与型アップグレードプロジェクトの一部だろう。オートファジーの評価も上がる。とりあえずじゃあミッション受けますか。オートファジーさんパネス。こんな見ず知らずの俺にも仕事をくれるだなんて。最初からアイテム持ってるからあと報告するだけで済むっていうね。はい、じゃあこれあげる。あげます。グリップだ。なんか見覚えのあるパーツが手に入ったぞ。なるほどね。理解。はい。これ追加のスキャンを押してもあまり見ないもんね。でまた繰り返し、今度はあなたですね。ミハムさん。ランクが上がったようなので。国風さん、はい。周りの方になんか変な機械ありますか？ある。なんかある。なんかある。置いてる。合成ターミナルですって。こんなんあるんや。りゅうきさんありがとうございます。パルスドライブモジュールだ。ありがとうございます。じゃこれで船カスタムしちゃいますぞ。これか。虚無の粉塵でここで使うんか。へえ。すげえ。なるほど。何これ。エクソスーツモジュール再構築した。初めて見る。知らんかったこれ。ゆっくり見てね。了解です。おもろ。全然新しいやつや。何か強化できそうだ。フェイスユニット。なるほどね。ここでいろいろ変えるんか。なるほどね。みんなここでゲットしてるんだ。なるほど。ってことはお仕事いっぱい受けまくって虚無の粉塵ゲットしまくるやつだ。了解した。これ魅力的だな。こんなにいっぱい種類あるんだ。これ好きかも。このスターバウンドのからこの形結構好きだな。これ欲しい。ついに手を出すんですね。ようこそ沼へ。みんなこれを沼と呼ぶのか。怖いぞ。怖いな。フードがある。めっちゃ良い。なんだこれは。ボルタ部品。なんだこれは。ハボックコイル。なんだこれは。
オートファジーのスタッフって言うんだろう。りゅうきさんナイス支援よ。いやほんとありがたい。回収したバッテリー、これがオートファジースタッフのコアか。とりあえずあれか、粉塵集めてここでパーツを買って組むこともできると。そういうことができるわけだ。なるほどね。把握した。お仕事いっぱい受けて粉塵をとにかく集めまくるってこと。あ、りゅうきさんこんばんはいらっしゃいませ。ありがとうございます。すごいスピードで去っていった。りゅうきさんありがとう。アイテム活用させていただきますぜ。じゃあこれもらったやつはもう早速インストールしていきますか。あ、やばい、距離が遠い。距離が遠い？違うか。すぐに近くにあるか。もらったものを早速インストールしていこう。インストールできるのかな？いけそうだね。OK、まず1個。いい感じ。ダイナモ。待って、すごい数なんだが。とりあえず全部解放してみた方がいいのか、じゃあ。とりあえず、16、14なんで、じゃあ、この辺はもう早々にやっていこうと思います。はい、ガチ沼です。これガチ沼なんだ。目的の見た目の杖パーツ、そして高性能な杖の創作だ。大変や。ビジュアル&性能ね。なるほどね。絶対辛いや2や。パルスドライブモジュールこんなにいっぱいもらってしまって。わ、当たりじゃん。加速 20%。これなかなかでは。これちなみにどこに並び合わせると強いんだろうか。コアこれでしょ。エンジンだからこいつか。こいつに合わせるといいんだね。ここで互換性があると。OKOK。スーパーチャージスロット減数も考えることで、熱いなぁ。確かに時間解ける。安倍しまるさん、誠さん、こんばんはいらっしゃいませ。ありがとうございます。ついに紫成形の沼に片足を突っ込み、今、配信始まったところでございます。今、支援物資をいろいろいただいたのでね、そちらで船を強化しながら、話を進める準備をしていこうかと思いますんでね、どうぞお付き合いください。国和氏、ひまじいさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日もありがとうございます。今日はね、紫成形探検していきますんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今日どこまで行くんだろうね。一気に開けちゃって、僕の見つけた最高は、3つ付きで加速するが23が一番高かった。加速23熱いですね。23ついたら強いな。あ、ちょっと待って。これはこれ誰かワイのとこに放り込んだ？これちょっと確認してなかった。いつの間に。これは何？私じゃないよ。違う？違ったか。リエさん。色もあるぞ。やばい。馬。危ない。ジュルリ。今日は激扱いですよ。マジ？パンダさんか。パンダさんありがとう。だけどちょっとネタバレじゃないかこれは。ちょっと待ってくれ。パンダさんよ。パンダさんまだいるか。パンダさんよ。テヘペロ？やりすぎ。ありがとうパンダさん。どうしようね。もらっちゃったな。探す前にもらってしまったな。どうするこれ。どうするっていうか。ネタバレじゃないよね。ネタバレではないのか。そうか。クリスタルが見た目的にいいぞい。これクリスタル？なんかラディアントのなんか王道なデザインやねこれね。そこに売ってるやつだよ。売ってるやつなんだ。そこで買えるやつなんだ。ちょっと待ってくれパンダさん。配信終わっちゃうって。
配信の目的がなくなってしまうじゃないか。ちょっと嬉しいけども。じゃあどうしようか。今からね、基本の杖を作る途中だったので、まあそういうこと。熊上テイルさん、晩はいらっしゃいます。ありがとうございます。国和、本日より紫成形に突入いたします。どうぞよろしくお願いいたします。まだ準備できてないですけどね、これから紫成形目指していこうと思うんでね、やっていこうと思います。やっていきますぞ。とりあえずはあれですね、いろいろ支援物資を大量にいただきましたので、そちらを開封しながら船の強化をしていこうと思います。で、パーツまだ集めてなかったんですけど、今一式いただいたのでね、ちょっと船の強化終わったら一回じゃあ作ってみる？一回作ってみようか。じゃあどうしよう。とりあえず3つ付きだけつければいいのかな。ふむ。どうするべきか。勝手ながらグループに入りました。了解です。まあゆっくりしてってくださいな。レモンさんこんばんは。グッドイブニング。英語読めないが翻訳がつくんだよ。翻訳がつくんだけれども、こんばんは、おやすみなさいって書いてある。このまま寝る。このまま寝ちゃうの？レモンさんこのまま寝ちゃうの？紫成形入ったよ。頑張るよ。いろいろ支援物資もらったんで、これも開封していこうと思います。なんかいいの出るといいね。紫へ行くのか。そうでございます。紫へ行くのにいろいろね、支援物資もらったんで、これも開封していきながら、ちょっと待って、すごいの出た。何？びっくりした。今パルス23、加速30、操縦20。これ当たりでしょ。レモンさんお久しぶり。確かに忙しいからね、レモンさんもね。操縦性加速23、操作14、加速16。どれがいいだろうな。3つ付きの方が熱いけれども、これはなかなか難しいところ。一旦これこのまま見てみて。ほら加速30だって。これすごくない？ね、30すっご。やっぱこれすごいんだ。これ当たりですな。急に当たり引きましたぞ。これは心強い。最大スタッツ3つあるから良いものだね。これ当たり。加速30は当たりだわ。よかった。これ当たりなんだ。3つまでしか作れないので、どれか外さないとです。これは悩みますな。これ下手するとさ、これだけ数もらったら30もう1個ぐらい出るんじゃない？それちょっと甘く見すぎ？どうだ？出た。待って2つ目出たぞ。加速30もう1個出たぞ。ちょっと待って。これ2つ数値一緒じゃない？ 30、23、20で。怖っ。びっくりした。どうしたの？明日は死ぬんこれ。びっくりした。怖っ。レモンさん、最近夜に仕事しながら日曜は学校通って寝不足です。偉い。今二足のわらじというかそういう感じになってるんや。じゃあもうそれ大変だ。もう眠くなったらガンガン寝てもろって。全然寝てください、レモンさん。そういうことなら偉いな。頑張ってくださいな、本当に。やっぱね、学歴1個2個つくとね、全然話変わってくるからね。パルスドライブのやつもっと集めて厳選しないと。びっくりよこれ。いいね。2連怖っ。ね、やっぱこれ怖い。さすがに怖いよねこれね。そんなことあっていいのかね。S クラスモジュール2つプレゼントです。ちょありがとうございます。ちょっと待って一回さ、じゃあこの30以外外そう。30以外外そう。これ一回。いっそのことね。いっそこの30と30だけ残して、これさ、もう一個出るんじゃない？今日下手すると30。ありがとうございます。でもこれどうなんだろう。このモジュール2つはでもあるんじゃないか。でもありがとうございます。どっかでね使う機会あるかもしれん。パルスドライブは操作性も良くなるからいいやつつけたいよね。確かにね、いいものとりあえずいっぱいつけたい。よし、じゃあ行くぜ。インストール。こやつはさあもうね、30を見た後だとこうなるよね、どうしてもね。スーパーチャージにパルス入れると性能上がりますよ。じゃあやっぱ配置も変えていかないともったいないからね。やっぱ最大出力でいきたいよね。なんかプラズマっていうの出てきた。564、3つ付きだ。これはこれで
って言いつつ一回外す。いいの出るかな。ポリッシュドライブ。パルスドライブ17。いいっすね。良き。コルブットに、操作性最上級の手に入ったらスーパーチャージスロットを武器に割くんだ。素晴らしい。将来の展望熱々。やっぱこういうところの組み合わせ考えるのもやっぱ面白いですよね。組み合わせは無限大とはよく言ったもの。さあどんどんつけていきますぞ。どんどん行きましょう。性能低いやつは解体でいいかと。この辺ね、解体しちゃうか。カドミウムとかになるんだ。重水素もあるから、じゃあ解体しちゃいますね。じゃあ低いのはじゃあちょっと解体しちゃいますね。外すとどれが低いか分かんなくなるのか。なるほどね。一回何も考えずにつけた方がいいか。で、いまいちなやつは順番に解体していく。解体。センチネル戦は性能高いからね。いや、これ本当にね、助かるやつ。すごい、本当に性能高いですもんね。パルスは X で最大 30% とかだったと思うけど、今は変わったのかな。どうなんでしょう。さっきもらったやつで、ちょっと見てください、これ。加速30、パルス23、操縦20が2つ。という、これはとんでもない当たりという認識で、いいですよね。とんでもない当たりという認識で間違いないですよね、これに関してはね。ビビり散らしております。国和明日車と当たるんか。車と接触するんか、明日国和。これも結構良き。これもまあこれバイバイアゼラさんキラッ特にね、センチネルシップは空中で止まるできるからね。そうや、ほんとホバリングできるのがすごい。燃料だけがあと 2% あれば全て完走ですね。燃料があと 2%、これか。パルスドライブ燃料効率 25% がマックスなんですね。じゃあやっぱりほぼ最大値に近いんだ。えぐー。この苦渋はえぐい。いや、すごいな。最近調子悪かったけどこの布石か。なるほどね。最近調子悪かったらこれの布石だわ。納得。他の船はホバリングできずに前進んじゃうから。いや、それなんすよね。ひまじさん、わらさあ、こいつはどうかな。 23%、19%。これもわりかし良いのでは。わりかし良きな感じな気がする。次がショックウェーブ。名前がかっこいい。名前かっこいいけど君は解体です。さあ、出るかな。さあ、14%、11%。これはいいでしょう、解体で。これよりいいのあったもんね、さっきね。よし。戦闘でもセンチネル戦は優秀。やっぱりそういう意味でもセンチネル戦をゴリゴリカスタムしていくのが一番間違いないのかもしれない。で、このうさんくさいパルスドライブね、確か拠点に帰るとね、使ってないのが何本かあった気がするんだよね。これで後で拠点帰った時に自分の拠点に眠らしてるやつも何本かちょっと開けてみよう。それでなんかどんどんじゃんじゃん広げてちゃっても、操作20。あれなんか操作20。19とかあるから、これはじゃあいいか。悩みどころだけど。例えば私もセンチネルシップもあるね。今度みんなでセンチネルシップのミサイでもしますか。せっかく拠点それできるように作ったのにまだ1回も使ってないから。ワイもセンチネルシップ手に入れたんでね。3枠9、9、19。悩ましいですな。シールドが弱いのが難点ですけど、ドラテクでなんとか。このね、飛行性能あれば全然ドラテク極めればいけそうな感じはあるっすけどね。ある。これは653。なんか待って、画面がチカチカしてるぞ。なんだろうな。毎日センチネル紹介していたあの頃が懐かしいよ。そういう活動もしてたんですな。懐かしい。アズラさんいいよ。みんなで楽しもうね。みんなで楽しもうぜ。18% いいかな。レモンさん大きさですね。やっぱみんなそうですよね。みんなレモンさん大きさだと思う。もうずっとアークの子だから。ずっとアークの子だから。ごめん、センチネル持ってないんだ。なんか意外、パンダさんセンチネル持ってないの意外だな。なんか全然伸ばしてそうなイメージあったけど、こっちの手伸ばしてなかったのか。じゃああれじゃないですか。
この機会に始めちゃうんじゃないですか。レーザーで炙られる。何今怖い攻撃されてんの。やめてよいじめないでよ。やめてさあ、いただいたもの全部開封いたしました。で、まずこの2つの方はまず確定として、じゃあ次にどれをつけるか。 9%、9%、19%、23%、19%。やっぱまんべんなく上げるのもいいけど、跳ね上がるのがやっぱ熱いですよね。16%、14% はいいかな。11%、23% も熱いけど、これはじゃあいいかな。3枠もったいない気はするけど、基本的にセンチネル戦ばっか乗ってしまう。やっぱ性能がいいからね。性能がいいからどうしても一回これ乗っちゃうとワイもなんかセンチネル戦ばっかりになりそうで、ちょっとやばいかなとは思ってる。私のセンチネルもあるけど、でも仏のシップの方が一番好きだったり、やっぱりコルベットとかね、あっちの方が。あつらさんコルベットやっぱすごい素敵ですからね。ハマってる感じが伝わる。センチネル今度探しておきます。楽しみに待っております。なんかすごい素敵なセンチネルが見つかったらみんなで自慢し合えたらやっぱ楽しいですよね。よし、一旦じゃあどうしようかな。伸ばしすぎて貫通した。今何してる。すごい画面がどっかいってるんだけど、何事だ。センチネル一通り集めて、その後グッピーに落ち着いてからほぼやってないのますか。新しいね、なんかアップデートが来れば面白いんだろうけど、コルベットの新パーツ作るとかね、宇宙船のジャンルが増えるとか、互換性が何か出てくるとか。ちょっと待ってみんなレモンさんお久しぶりです。もうみんな本当に久しぶりすぎて、みんなね、おやレモンさんじゃないかというテンションになってる。今自分は完全丸型グッピー探してる。グッピー探しでずっとやってるんですもんね。レアもの探しで。丸型の方がレアなんですね。いろいろ装飾パーツがないやつの方が。作りの部分が好きなだけ。なんか暇人さんに謝られたんだけど、今 Y どうなってんの今 Y。今何事。仏のシップでいくつも使った。いろんな船の形態あるからね。理想の形のスローセンチネル手に入れるから、次は黒センチネル。白黒はさすが素晴らしい。レモンさんだ、囲め今どうなってる。みんな何してるの。俺を火で焼くな屈伸煽りしてんじゃねえか。何屈伸煽りは。やめろ龍騎さんテンション上がりすぎだって。俺を火で焼くんじゃないで話や。本当にシールドボロボロじゃねえか。やめてくれマジでシールドボロボロじゃねえか。これは関係ないかいや、みんなやりたい放題だぜ本当に。全くみんなやりたい放題なんだから。おかげさまでね、船の方がすごい強化されました。ありがとうございます。でこの辺ちょっともうちょい整理するか。結局どれがいい。これとこれがついて、操作性 19% 上がるやつ、操作性19上がってパルスドライブ燃料が軽くなるやつ。でも燃料はそんなにあれか、立てばいいから、それだったら加速性能上がった方が熱いか。なので操作と加速が14、16、操作11、加速23。これ熱いな。加速操縦パルス、これでいいんじゃねえか。これでよくね。なので一旦避ける。ちょっと判断迷ったやつは一旦避けといて、後でじっくり考える。はい。で一旦こいつを避けて、こいつがここについて、こうついて、インターフェース。この辺のどれが何の互換があるのかがね、全くわからん。いや、これはマジでわからんね。これってエンジンに対しての互換は、一応あるな。さあ、これでどうじゃい。操作性900まで伸びた。素晴らしい。いいね。火炎放射器やめてくれよ丸型グッピーの何色かによって紹介したことあるかも。色紹介。あれも色もいっぱいあるっすもんね。放射性シールドは局所的放射能のど真ん中にいましたので、これは仕方ないですね。じゃあね、致し方なしな部分レモンさん逃げろー。かっこいい。レモンさんを逃がすな。かっこいいアズラさんわらわら。マジですかレモンさん自力見つけたいから頑張ってます。素晴らしいですね。これやっぱやっぱハンター名乗る以上はね、やっぱハンターの意志がありますからね。はい、ぜひ頑張ってもろて。暇人さんわらわら。でもみんな僕のボディで遊びすぎじゃねえですか。
みんな国和のバディで遊びすぎじゃねえですか。誰だこいつ。黒い影が、描画がもうみんなテンション上がりまくりだよ。何やってんだか本当に。やめてくれよ、あんまりそういうのは。いい気しないぞみんな。兵かけられていい気するやつなんかいないからな。みんなよせそういうのは。まったくもう本当に。もしもし警察ですか。まったくもう。もしもしポリスメン。通報。いや熱防御モジュールありがとうございます。ひまじさん、その辺のモジュールはね、結構いっぱい持ってるので、多分ねもう足りてると思います。お気持ちだけ頂戴いたします。ありがとうございます。ありがとう、いろいろ送ってくれて。悪魔さん、毎日 4,50 個ぐらい惑星回ってたら割と見つかりますから頑張れ。簡単にいったな。4,50 個はすごい数だと思うんだが簡単にいったな。今交易所ナウだし横になってる。さてそのペースで回ってますから、さすがハンター、もうすでにやってらっしゃる。さすがだね。よし、じゃあ船の性能がおかげさまで爆上がりしました。ありがとうございます。じゃあ爆上がりしたところで、じゃあ次のステップに進みませうか。じゃあこれどうすればいいんだ。とりあえず順番がどうなってるのか、ちょっと待って、もう一回確認するね。オートファジーと話すって言われたわ。一回話しますか。とりあえずそのペースで回ってますが、理想の星は沼なんだな。これがまた生物が徘徊しておる。とりあえず話しかけようか。じゃあ進めますね。ミッション進めていく感じですね。じゃあ進めてまいります。とりあえずクエスト完成してね。了解です。頑張ります。クエスト進めてまいります。オートファジは私と話して心底喜んでいるようだ。嬉しいね。オートファジはゆっくりと、明瞭に言葉を発する。言葉の壁に阻まれながらもできる限りのメッセージを伝えたがっているようだ。貢献妨害、願いすることの友情、その設計図だろう。繊維ガラスグリップについて尋ねる。今もらったやつね。この設計図の正体一つの自転構築済みエンティティ。多分この自転構築済みエンティティって Y のことだよね。何かの一つらしい。たくさんのオートファジーすることを建築する。自身の建築した自身のは構築済み。文脈特徴身振りから新しい言葉をいくつか学ぶことができた。私はもらったグリップの回路図は重要なマルチツールの一部をなす部品のようだ。神聖なマルチツールって一体どういう意味だ。これ繰り返し言ってもらった方がいいのか。なんか文章変わるんかな。今月外来種今日は、結構7枚分の座標をゲットしてますし、順調なのでは。なんかまた言葉が増えてる。その設計図の正体一つの希少な贈り物なんだ。賜り物的な感じなのかな。スタッフの大使、神聖なテクノロジー。すごい、なんかだいぶ読めるようになってきた。オートファジーは頼んだ通り一語一句を繰り返してくれた。今回でもう少しだけ意味を汲み取ることができた。優しいねみんなね。オートファジーはない。好き。コーバックスはたくさんのない収束するこのこと。もしもすることを受け入れる私の正体。旅行以前作られた。このグリップの設計図はきっとオートファジーからの珍しい贈り物だ。大きな第一歩。受け入れてもらえるかもしれない。優しいんだね、オートファジーの人って。宇宙船の形状の傾向と法則みたいなのを自分なりに見つけていくから、そのうち乱獲できるさ。傾向があるんだ、レアハントってのも。やっていくとだんだん変わってくるんやな、話が。オートファジーさとても優しい。素晴らしい。機械工のミハムは周辺を散策してもっと多くのオートファジーに会ってほしいという。繊維ガラスクリップをこの手で完成させられれば、次に訪れるキャンプでいい印象を与えられるかもしれない。証になるのか。なるほどね。よし、じゃあ進めていきますか。もうすごい、なんかここの住民、なんか急にここの住民が増えたように錯覚する。すごいな。でガラスクリップを組み立てるって書いてるな。でこのまま組み立てればいいんだね。スタッフの組み立て。もらったやつでそのまま組み立てていいのかな。これゲームシステムは
ゲームシステム内以上は必ずプログラマーが存在するはずだからね。流れがあるっすからね、どうしてもね。これさ、これって本当はこのガラスグリップでやるやつなんでしょこれってありがとうございます。自力で見つけてみせます。いいっすね。レアモノハンターの気概ですな。ガラスのグリップを生成ですね。まずはグリップ自体を生成しなきゃいけないんだ。これでここでいいのかな。これだ。こいつをまず生成。よいしょ。 OK。 あー、素晴らしい、素晴らしい。自分好みの船を作ろう。さあ参りましょう。自分好みの船作って参りましょう。炙るか。やめてねヒマジンさん、やめてねヒマジンさん、頼むよ。ちょっとスムーズに今日は進めていきたいからね、頼むよ。申し訳ないけどね、頼むよ。ステイのバグって今でも使えるの？ちょっとこれはちょっと新たなネタバレなのではないか何かバグ技がある様子。怖い怖い。さあ何があるんだ。何があるんでしょう。ガラスのグリップはレシピから生成できるはず。レシピから作れるんだ。レシピがあるんだ。次は別の成形でもっと多くのオートファジーに会おう。こっからはじゃあオートファジーといろいろ交流を深めていくページですね。うん、そういう流れみたいだ。ちょっとごめん、本当にごめんね。ちょっと申し訳ない。ちょっと画面もちょもちょ、画面もちょもちょ、頼むぜマジで。勘弁してくれ、頼むぜ。さあどうしようか。Hello。じゃあこっからやるべきことは、ワープしてもっと多くのオートファジーに会おう。別の成形でオートファジーに会おうってことは、じゃあこっから僕は成形から成形にいろいろ飛んでけばいいわけですな。オッケー。では国風旅に出ます。皆さんよろしいか。国風旅に出ます。いろんなオートファジーと出会ってちょっと話を進めてみます。ガラスのクリップのそのレシピからどうこうできるっていうのは、杖はずっと白の基礎地最大して飛び回ってたな。白の基礎地ってなんだろう。トラベラーの第2フェーズ。あ、これそういうことなんだ。順当でいけばこういう感じになるってことですね。なるほど。じゃあこれあれか、新たにこのエコー探査機使ってまた次のやつ探せばいいってことか。いや、せっかくだから成形飛んだ方がいいのか。まだ話しかけてない人いるから話しかけとくか。一応アイテムあげよ。シンプルに評価上がるんだ。 OK、 把握した。杖は理想の1本作ってから全然やってないや。もうやっぱあれなんだ、獲得しちゃえばもうそれで OK なんだ。そうか。旅のシンボルを教えてけで情報了解。よし、じゃあこの場合どうするべきか。とりあえず飛べばいいのか。とりあえずじゃあ別の星系行ってみるか。多分この星でもう星飛べって言ってるから、とりあえず飛んだ方がいいんだよね。マーカーの信号受信、進行セーブし、その区間のディスカバリーをレポートできる。そこの話か。よし、では参ります。じゃあみんな国数は行くぜ。みんなありがとう。評価された船でレッツゴー。でギャラクシーマップ飛べばいいのかな。違ったとするとです。間違った。現在のミッションってのがなくなった。これじゃあもうこっから自由ってこと？どういうこと？とにかく別の星系に行けって言われてるな。居住者のいる他の星系にワープしてオートファジーを探す。オートファジーは不協和音惑星にいます。とりあえずそこに行けばよろしいのね。
とりあえず不協和音に行って、何も考えずに不協和音に、とりあえず飛んでってことですね。了解。国和行きます。とりあえず近場の不協和音を探す。まあなんなら、ここも今現在地不協和音だし、その前のところも全然不協和音だし、そっち行っちゃうか。じゃあ不協和音の聖域に行こう。了解。あれ今飛ばなかった。あれ今飛ぶの失敗した。今現在地ここだよね。はい、オッケーオッケー。参りましょう。気に入った杖作れたら、なんか海賊船見えるわ。普通に貨物船だ。これ Y の貨物船か。誰のこれ。龍騎さんのか。びっくりした。龍騎さんの貨物船やった。ビビったー。アドラさんわらわら。いやビビっちゃうよ。何事かと思ったよ。よし、どれかな。あれか。何も考えずにディスカバリーの方からつければいいか。不協和音が1箇所だけかな。ここは2箇所あるね、不協和音。まあでも適当にこっちに基地があるから、とりあえずこっち向かうか。よし。ヘバだらばヘバヘバ。いざいざ参ります。わらわら黒焦げの国和氏。国和を抱いて何が面白いんだ。やめてくれよ、頼むぜ。よし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 。焼かれていい気はせんぞ。頼むぜマジで。勘弁してくれ。ジオタン引き込む頃に画面ブラックアウト。何事。悲しいことになっちゃうの。落ちた。マジか。やっぱりノーマンズスカイ不安定なゲームだね、相変わらずね。これはすんごい昔に Y が作った基地じゃないこれ。懐かしい。うわあったこんなん作ったわ。ゲームを始めてかなり初期の方になんか一人でプレイしてなんかこんなん作った記憶あるわ。うわびっくりした。作ったそう、奇跡の再会。まさにそう。びっくりした。これいつ作っただっけ。嘘。やめてー。落ちたー。なんでどうしてそんなことするの。もうダメだ。もう国和はおしまいです。もう国和はダメです。国和はおしまいです。マジか。ショック。いやー、じゃあちょっと今ゲーム落ちたついでに空気の入れ替えしますね。よいしょ。空気入れ替えてる間はちょっとコショコショ話になります。ねえ、仕方がないもんね。そう、仕方ないよ。本当に。あずらさん、わらわらって。こっちも落ちた。あれみんな落ちたもしかして。あれかな、一斉アップデートがなんか入ったか。そういうこと。びっくりした。マジかよ。ショックだわ。マジで。まあ。やべ、どこまで戻るんだろう。でもまあ、さすがにあれでしょう。宇宙船乗り降りして宇宙に飛び出すタイミングぐらいでは多分セーブされてるでしょう。ワープした後で、多分政権またいだら一応セーブされるよね。さすがにね。ちゃんとセーブされてればいいな。どうなんだろう。突然画面消えた。怖っ。急に画面消えるの怖いな。さすがにね。ノーマンズスカイもしかして、どうか調子悪くなってるかもしかして。大丈夫。もしかして配信止まってる。みんなどう。大丈夫。配信止まったりしてないかな。OBS 上ではちゃんと
動いてるっぽいけど。みんなどうだい？あ、でもみんなそれぞれやっぱいる状態になってるね。あ、よかった。とりあえずさっきの拠点でテープ刺さってたみたい。宇宙船降りてるからまあ、そうだよね。ああ、よかった。一安心だね。いやー、一時はどうなるかと思ったよ。セーフセーフ。あ、配信画面は動いてます。よかったよかった。焦るね。焦りますな、本当に。毎回配信でどちゃくそ汗かくんだけど。へっへい、オッケー。ただいまちゃん。よしよし。で、じゃあこっからっすね。こっから、これもしかしてみんな落ちた？ああ、そうかもしれない。みんな同時に落ちたかもしれない。もしかしたら。こういうこともあるんだね。いやー、困ったもんだね。困ったもんだよ。じゃあとりあえずどうしようか。とりあえずオートファジーを探していこうか。エネルギーないんだが。あれか、このポリフォニックコアとこのエコー探査機って同じか。同じアイテムか、これ。性能としては、性能というか効果としては。こっちは永続的に使えますよってことか。なるほどね。まあええわ。まあええわ。深く考えるのやめよう。どっちも使えんなら適当な方を使おう。エラーという名のビッグバーン。やられたかもしれねえ。ビッグバーンで弾け飛んじまったかもしれねえ。モニターから変な音がするよ。それは怖いね。ちょっと休ませないとまずいかもね。じゃあ、アウトファジーのところまで飛んでまいります。行くぜ。よし、行くぜ。ちっか。こんなとこにも君おるん？マジか。結構いろんなとこにいるんだね。じゃあ今までの身近なとこに全然いたってことじゃん。なんかワクワクしてくるな。どれ？正体お店遊ばせ。うわ、ワクワクする。なるほどね。こういう感じね。オートファジーにも。ここなんかみんなビジュアル統一してるね。ああ、そんなこともなかった。あれなのかな。ちょっと待って。ぐるっと見て回っていい？いや、いろんな。あ、でもやっぱ平均的な美人の子も結構多いんやな。すごっ。りゅうきさん合流。りゅうきさん合流でございます。この頃はみんな話しかけられるんか、一応。肩かっこいいね。どうも事前構築済みエンティティ。みんな挨拶ができていいね。贈り物あげると評価が上がると。んで言語を覚えて、このスピーキングって何これ？ああ、Y が喋る感じのね。テクノロジーって言ってみよう。おお、なんか称賛になるらしい。なるほどね。しれっと混ざってる。あたかもここの住民であるかのように暇人さんが普通におる。いい杖ですな。やっぱみんなオリジナルの杖やっぱ一本ずつ持ってるんだね。そうだよ、今気づいたけどみんな杖だもんね。あ、やっぱみんな杖だ。やっぱ最終的に行き着くとこは杖なんだな。次々話しかけていこうかな。なんか何すればいいんだろう。何すればよろしいか、これは。とりあえずあれか。今回の僕の見た目はタイトルのあいつです。どういうこと？どういうこと今どれの話をしているんだい？タイトルっていうのはタイトル？何のタイトルだ？話が見えてこない。すまぬ。
ちょっと察せなかった。あれまたなんか贈り物くれたもしかして。みんなありがとう。もう大丈夫やで。もう大丈夫やで。贈り物いっぱいもらっててしまう場所がもう今いっぱいいっぱいだから、みんな気持ちだけいただきます。ありがとうございます。ノマスカのタイトルのあいつ。今やっとピンときた。衣装もそうや。カラーリングも騎士官それか。あるんだね。タイトルの衣装、そのカラーそのままで。見て胸のところに NASA っぽいマークがあるよ。カラーリング完全に NASA だよ NASA。スタッフもそうなんだ。熱ー。そのセット熱いな。めちゃめちゃええやん。なるほどね。そういうのもあるんや。いいね。そういう楽しみも全然ありだね。ありよりのありだね。あれか。とにかくあれなんだね。ちょっと待ってね。話を整理しよう。どう回るずっと画面の中で遊んどるやん。みんなが虚無の粉塵くれたおかげで買い物に困らん状況になってしまった。これ本当はあれなんでしょ。よし、じゃあ虚無の粉塵集めるかって言って虚無の粉塵を一生懸命集めて、その中で出会いもあり別れもありで、これをちょっとずつ集めていくっていう流れなんだよね、本当はね。もらっちゃったもんな。ありがとうね、みんな。いろいろ支援物資回してくれて。どうしよう、困ったな。ちょっと予定が全部狂っちまったな。寝る前にちょっと顔見せに行きますね。ケイタロウさんありがとう。嬉しいぜ。なんか最近ケイタロウさんと遊べてないからね。やっぱり顔出してくれるのは嬉しいよ。ありがとう。普通に欲しいものまず買って。で、これがね、気になる。これ何なんだろう。これ3つ買ってみていい？これは何なんだい？回収したエクソスーツで作られたアップグレードパッケージ。これを使うとアップグレードのインストールプロセスを開始できる。オートファジによって構築されたこのテクノロジーパッケージは、高度な即席エンジニアリングの結晶だ。使い回しのテクノロジーにより生み出された一点物であるため、まずはエクソスーツシステム内にインストールしてみないとスーツ性能に対する正確な効果はわからない。レモンさん補足ありがとうございます。注意、国風は施しを受けすぎるとちょっと萎える傾向にありますよく分かってらっしゃる。楽しみですからね。やっぱ苦労して得るところに楽しみを覚える節がやっぱあるんでね。みんな国風嬉しいんだけど、国風は喜びはするんだけど、ほどほどにしてもらわないと楽しみ全部なくなっちゃうからね。ほどほどでよろしくお願いいたします。気持ちだけ受け取るんで、コメントで頑張ってって言ってくれればそれだけで頑張れるんで、そんな感じでよろしくお願いいたします。ナイス補足でございますナイス補足ですよく分かってらっしゃる。本当にマルチツールまでは分からなかったこのスタッフは例の弾丸攻力50万のやつ。えぐいな。5万ね。いや50万おかしいなと思ってたよ5万でも十分強いもんね。だってね YN で普通に強いの1万とかだから、ちょっとだけ別制限に行ってきますね。はい、行ってらっしゃい。いろいろ探索してってね。じゃあインストールしてみよう。何がつくんだこれ。さあこれは再利用された調整器。これはあれか。また今ついてるのとは全然被んないんだ。あら、これは素晴らしいんじゃないの。なるほどね。じゃあこいつはできるだけ買って。これは生命維持タンク。これ燃料効率とかだ。全然バラッバラだ。待って、生命維持タンク 100% とかなんだけど、そんなになるんだこれ。おい、めちゃくちゃだぜ。S は完全に超える。 X 並みってこと？ X 以上か。すごいな。わての杖11万。えぐパンダさんさすがすぎるでしょやっといますな。さすがのパンダさんクオリティやで。わー、すげえ。主体力。こんなに性能上がるんだ。いい変やで、こんなん。ちょっとお兄さん。落ちるんかい。ひまじんさん調子悪いね、なんかね。この辺だね。この辺をどうにかしないといけないね。今これが2つここにシナジーあるから、これど真ん中に放り込んだ方がじゃあシナジーあるんだね、多分。主体力だからシールドじゃなくて、どれだ？シールドか。
シールドの方だね。なので、こいつは、ちょっと待ってね。あ、これじゃまだ動かせないんだな。困ったな。これもったいないな。どうしよう。うわー、これハイエーズちょっとミスったね。いや、これは配列ミスってますね。で、こうかな。一応こいつでシナジー出てるね。OK だね。よし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 。OK。熱いなぁ。これ 33% とか、いろいろついてるから、もし、ジェットパックのところに今、スーパーチャージ1個入って、スーパーチャージ2個か。そうだ、ここスーパーチャージ2個あるから、ここに2つつけて真ん中にこいつ挟んでるんだ。一旦これでいきます。一旦これでいきましょい。よし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 。これすごいな。こんなことになるんだ。いやー、これは事件ですね。これは事件だ。なんかアイコン出てる。ね、船と被ってるって君。話しかけたいのは山々。なんだい、僕の船がそんなに気になるかい？このオートファジーは凶暴な雰囲気だ。俺の船の下で何してる？こちらを見つめてるあまりにも強い強烈な視線に攻撃されるのではと一瞬思う。オートファジーは何かを評価しているようだ。私の着ているスーツをスキャンしているのだろう。突然オートファジーはリラックスする。評価していたものが何であれ、結果に満足しているようだ。あ、よかったー。急にバトルとか嫌だからね。一つの妨害者。彼女はの中に容器。とりあえずガラスクリップを見せます。これは作られた建設妨害者、一つの事前構築済みエンティティ Y のこと。言葉、もうちょっと言葉分かればな。繰り返す。価値観。なんたらは一つの異集合体。社会選ぶすることに違いない。一緒。自身の運命というは。すごい、なんとなくギリギリこの察せそうで察せない絶妙な塩梅。わあ、なんか仕事もらった。よし、じゃあお仕事受けよう。言葉3つ教えてもらえるし。失われたオートファジーを修復する。了解。このパウスさんにね、届ければいいんだ。オックセス星系内、惑星レベートの返された建築物。パウスから彼から他のオートファジーのフェイスケージ修復の支援を頼まれた。ここでチャンバーの設計図がもらえると。こうやって設計図もらっていくんだね。了解。じゃあオートファジーを探したいです。何をすればいいのかな。多分これから話がいろいろ出てくるのでしょう。さあ、どこに行けばいいのかな。どこに行けばいいのかな。まさか同じ場所ではないとは思うんだけど。あ、アイコン出てるね。よいしょ。あそこだね。じゃあ向かいます。あー、どこ一緒い。素晴らしい。あそこのレベル、あそこの目標はもう一個のところか。うん。なんか出たぞ。なんだ。お、なんかいい感じのもの持ってないっすか。なんか最近パグニームをよく消費するっぽいので一応買っとこうか。いや、嘘、いらないな。特にいらないですね。なんかアイテム整理したいものあったっけか。この暴走カビ、これどこで手に入ったんだろう。これはいいや、かさばるから。よしと。ちょっと手元のアイテムを少し減らしていこう。キャリア AI のかけらとか、なんかこの半物質格納容器とか、いざとなったらこれ作れるもんね。売っちゃう。バイバイ。半物質もこれいざとなったら正直作れるのでは。なんか最近ハイパードライブ使った記憶がない。バイバイ。売っちゃう。あと Y。このフェシウムどこで手に入れたんだろう。これも売っちゃっていいよね。フェシウムバイバイ。クリーチャーペレットも必要になったら作ります。あと Y。まあでも
泥液もいらない。完全にゴミ箱扱いしてる完全なゴミ箱扱い。釣りたがりずっと画面なんか収まっとるやん。逆に器用やな。ラディアントシャートまだ使うんじゃねえか。オッケー、いいことにしますか。リュウキさん見せびらかしてくるじゃん。でとりあえず目的地に行きます。よいしょい。貨物船あるのでよかったらどうぞ。よかったらどうぞというのは貨物船なんかできるのかな。貨物船何かできるってこと？ちゃんと理解できてない。申し訳ない。ちょっとちゃんと理解できてなかったトリマオートファジンにとりあえず出会ってパーツを手に入れてストーリー進めてやっていきたいところ。反物質はバレる製造機作ってれば手に入るし、それな、まさにそれな。悲しきかな、そういうことなんですよな。よいしょ。目標ちっちゃいからね、まあ、たまには素直に地上歩いて探しますか。よいしょい。さて、じゃあここからスイープで150、すぐ近くかい。150なら視界入りそうなもんだけどね。はい、いた来たよ。無事かい。まあ無事じゃないからこうなったんだろうな。はい、こんにちは。今売っ払ったもの今すぐ必要なんだが悲しすぎるんだが作るか。格納容器とマイクロプロセッサーやね。でももうちょっと考えた方がよかったね。マイクロプロセッサーと格納容器。オッケー。はい、お待たせ。調子どう？失われた回路共有しようか。アトランディウムをあげる。よいしょ。一応これでいいのかな。一応これでいいことにはなってるっぽいな。よし、ではハウスのとこ戻りますか。じゃあハウスのところに戻って、よいしょよいしょい。いざ出陣。よし、なんか見たことない船飛ばしてるね。よし、じゃあ目的地向かうか。オーライオーライ。あれか。もしかしてまだ、いや、さっきのとこ戻るだけだよね。アイコンがなんかアストロスに被ってるように見えたけど関係ないよね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ戻ります。任務完了したんでね。さてこれが長いんだよな、待ち時間がね。なんだろう、こういう瞬間のさ20秒とかってすごい長く感じるよね。不思議なことになんかずっと娯楽に没頭してる時の20秒なんかね、あと1秒ぐらいの感覚でシュンって過ぎちゃったりとかするけど、なんか体感がね結構バグる。いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい、どうぞ。空中にビタ止めできる。ビタッと止まれるのマジで優秀だなって思う。ほらい、停止します。
今は国風レディオがあるから一瞬そう言ってくれると嬉しいよ。最大の褒め言葉だねそれね。褒め上手なんだからもうびっくりしたい。なんだね、ど真ん中に椅子置いてびっくりしたよ。こんにちは。プレゼントあげる。ついでに言葉も教えてもらおう。ついでにね。誠さん、コルベットを作ってたら1日なんてあっという間です。それはそう。それは間違いない。多分さ、コルベット作ってる時だけ世界の時間の速度 1.5 倍ぐらいだよね。ワイはそうだと思ってる。正直。オッケー。バイクで来てるね。バイクで来てるぜ。みんな重いもの乗り物で来てるぜ。あれが来た。報告あげよう。よし。任務。やってきたよ。チャンバーゲッチュー。ありがとう。はい、ありがとう。で、今度はこのチャンバーについて尋ねると出てきたか。今度また別のとこに行かなきゃいかんのか。オートファジーランク9分の3。まだまだ伸ばさなきゃいかなそうだね。結構長そうだね、道のりがね。信頼関係にありがとう。久しぶりに拠点に戻ったら落ち着くわー。やっぱね、自宅だからね、自分家ってやっぱ落ち着くんすよ。いや、このチャンバーについて教えてクレメンス。言葉もっと学んでから進めた方がもしかしたら楽しい説はあるけど、まあ今回は仕方ないか。時間かけて楽しみたいところではあるが、まあね、それは仕方ねえ。個々の建築物に会うたびにだんだんと受け入れてもらっているような、友情さえも徐々に築いているような、そんな気がする。もらった贈り物や設計図はその証拠だ。この儀式の次なる一歩はきっとアトランディウムチャンバーだろう。未来予知。さて、じゃあどうしようかな。こっからはどうすればいいんだ。ちょっと待ってね。アトランディウムチャンバーを組み立てる。嵐検知してんな。組み立てってそういう意味じゃないのか。ちょっと待ってね。寒くないとこに潜ってからの何をどうする的な話。これか。マイクロプロセッサーを1個でいいよね。1個用意して OK。 よし。話が進みましたね。素晴らしい。こういうことね。こういう感じでゲットしていくんだ。なるほどね。なるほど。了解いたした。オッケー。話が進んできたね。なんかバグってないか。大丈夫？この白は慶太郎さんかな。バグってる。どうしたマシンが踊ってるって。どうした慶太郎さんのマシンが大変なことになっている。嵐じゃなければよく見えるのに。吹雪じゃなければよく見えるのに。このホバーの腹の下初めて見た。こんなデザインなんだ。よし、じゃあとりあえず進めていこうかな。進めていくよ。さてどうしたものか。じゃあ次何をすればいいんだい。画面の情報量が多くてね、ようわからんね。ちょっと待ってね。また別のオートファジーに合わなきゃいかんのか。よし、じゃあ移動します。では移動をいたします。なんか宇宙船が飛んどる。これも大型船に接近してる判定になるんだ。軽く接触して方向変わったな今。よし、じゃあギャラクシーマップ飛ぶで。次のところに移動します。さあ次はどこでしょう。
正直近場でそれっぽいとこならどこでもいいという説はあるんだが、なんだよ、おあつらい向きにそっちもこっちも全部、あ、全然違うわ。近場の方いいよね。今いる場所ここだからね。近場の本当の適当な不協和音。たまたまアイコンが止まったところが不協和音だったらそこに入ればいいんじゃないか？そんなことはない？そんな感じにはならない？あ、いいじゃん。マラチ。これまだ、あれじゃない？訪問済みではあるけど、ここ行こう。オッケー。飛びます。飛んでいきます。空の値段が上がってる。完全に今関係ない話しました。ごめんなさい。よし、到着。なんか久しぶりに空間が黒い宇宙っぽい宇宙だね。よし。で、この状態でこいつをもう起動しちゃっていいのか？これ宇宙空間でも使えるのが便利やな。非常に話が早くて助かる。ではよし、レッツゴー。スキャンも入れながらね、サクッとスキャン入れながら進めていきましょう。未発見扱いにはなっているが、まさか過去に訪れたとこにまた来ることになろうとはあんまりイメージなかったけど、こういうゲームなんやな。よくできてるね。過去に何気なく訪れた場所にもう一回足を運ぶ機会があるといういい設計だね。やっぱこのゲームはね、さすがですわ。これは神ゲー。オートファジーさんこんにちは。やべ、スピード超過です。一発免停です。スピードが速すぎるっていうのも考えもんやで。オライオライ。着地位置完璧だな。いつもこうならいいのに。アイテム回収は一旦いいかな。よし、ほいだば。ごめんねみんな、お休みのところ。名前いいなこの人。機械工主。この場の主っぽい。なんかすごいなんか優しそうというかノリが良さそう。トランディウムチャンバーを見せる。おいしい。うまなんかうま言うとるのがこれ。その建築儀式獲得するオートファジー友情かな。友情って押せばいいのか。ああ、なんか仕事、なんか依頼だ。今度は同心変換器の設計図。惑星イフォルンの機械工主、この人やね。新しい部品を必要としている。さらに墜落船から回収する作業の支援を頼んできた。墜落船からのアイテム回収か。この構築物は限界まで思い詰めた様子だ。自分のエクソスーツが彼らに反応するのを感じる。エグゾスーツは遠慮がちに脈打ち、回路でオートファジーのエネルギーを吸い取って、なんかちょっと不穏な内容が。さっさと行った方が良さそうだな。よし。うわー、そういうことか。54万ユニット相当数の宇宙船部品を回収する。そういう感じか。じゃあマジでちょっと待って。アイテム整理はした方がいいね。あ、でもこんだけアイテム欄あれば足りるか。よし、じゃあこのまま行こう。行ってきます。行ってくるよ。じゃあさて、同じ場所やん。同じ場所ではないのかこれ。同じ場所か。地上だとさすがに遠いね。あれ、離しちゃった。
よいしょ。なるべくそうなるはやでいこう。なるはやでどっこいしょ。さあどんな問題。金額でいくら以上とか言われることもあるんだね。あんましイメージなかったけど。はい、この辺であれかな。墜落船ってあれのことか。あーこれっぽいな。こんばんちゃ。あ、これだね。これだこれだ。この辺はいいか。じゃあとりあえずこいつ自体を国和氏別次元行った。どうだろう。今星は渡ったけど別次元なのかしら。いや同じあれだと思うけど銀が同じだと思う。これをどうすればいいんだ。これコレクションに入れればいいのか。とりあえずどうするって表示が出てくれれば話楽で助かるんだが。よいしと。ああそういうことだね。こいつを回収してでバラしてってことか。オッケーオッケー。ってことはこれ直さなきゃダメかい。もしかしてめんどくさいわね。宇宙船をコレクションに加えます。とりあえず加えまして、ああ結局修理しなきゃダメか。ほいほい。じゃあ必要なところから順々に修理していきますか。で次はパルスドライブと。一旦これで飛べるようになったね。このまま発進しちゃっていいのかな。ダメか。とりあえずこの状態でターミナルに行って、あーゆっくりだね。でスペースアノマリーから、目的の人の整形いけますよちなみに龍樹さん、ひばじんさん、本当に申し訳ないんだけれども、今日の配信の流れ的にね、多分ねあんまり構ってあげられないんじゃないかな。今日申し訳ない。さっきからそのストーリーガンガン進めてるんだけど、多分ね申し訳ない。あんまり構ってあげられないと思う。そこだけはね許してほしい。そこだけは本当申し訳ない。入り直しました。了解了解。次にそこもスキャンしていこうか。ついでにね、六角形の惑星、やっぱあれだよね。こういう星で手に入るなんかその星特有の構造物とか鉱物とか、なんかそれの建築で使えるものまたいろいろ拾ったりしたいよね。本当はそういう探索本当はやりたいんだけどね、まだまだそこまで行き着くのにかかりそうな感じはある。ストーリー重視ですから。そうそうそう。せっかくねノーマンズスカイでストーリー楽しめる機会って結構少ないからね。この期間にいろいろ楽しまないと損だから、いっぱい楽しまんとね。よいしょい。よし。でも到着しまして、で船ばらせばいいんだっけ。船をばらしてお金に換えればいいんだよね。どれどれ、ばらして信ぜようか。149万5000。なんぼって言ったっけ。まあいいか、とりあえずばらすか。足んなかったらまた追加で話出るんでしょうきっと。はーい。ジオメトリックカベンさん、さよならです。解体します。よっこいしょい。オッケー。よし、話が進みました。オッケー。さあこれで話が進みましたんで、もういいんだ。これで直接行っちゃっていいんだ。ではさっきの船に戻りますよと。ワイはあれか、自分の船を召喚しなきゃいけないのね。 OK 了解。
ラディアントピラー久しぶりに見たな。久しぶりにピラー見た。今日はこっちがいいかしら。よし、参ります。はい、しゅうとこしょい。で、目的地までいざいざ飛びます。さあ行くぜ。部屋が暑いぜマジで。ああ、部屋が暑いね。お、せっかくだから見ていこう。出た。これってなんか意味あるんだっけ。なんか2分ほどダメージ受けてるが、これなんかダメっぽいね。避けていく。そういうこともあるよね。角度間違ったか。まあいいや、いいぐらいのところで一回止めて下向いて、よいしょ。あ、宇宙遭遇。これね、あれな、一応あれなのかな、戦闘で勝てればなんかもらえたりするのかね、さっきのやつもわからんね。要素がマジで多いね、こうやって見るとね。やべ、止める場所見せたかも。だーん、前は止める場所ちょっと見せたかも。はーい、店にかぶっちゃった、ごめんね、ほんと申し訳ない。主殿、仕事終わらしてきたよ。はい、いただきました。新レシピありがとう。じゃあこのレシピについて教えておくれ。主殿、主は好奇心いっぱいに私を見ている。あれは倒せません。宇宙遭遇はいろいろ種類があって、なんかもらえるやつもあるし、レアイベント的なやつです。倒せないのも全然あるんだね。遭遇できたらラッキーぐらいのやつか。ちょっと暑いので換気します。ああ、保温室の外の空気がね、冷え冷えで気持ちいい。オートファージーたちは明らかに高度な文明を持っているが、こちらを見下したり軽蔑してくる雰囲気は感じない。できてるね、大人だね。これまで各オートファージーからは完全にバイアスなしで評価をされてきた。その結果、もう一つの設計図を受け取れることになったのだ。別れの際に機械工主は重々しく私を見てみるような姿勢を投げてくれた。いいね、みんなあったかいね、なんかね。すごくいいじゃん。すごくあったかいじゃん。で、超電導体が必要ってことね。ガリガリ君食べてます。いいじゃないの、夏だね。夏だね、やっぱね。超電導体ってどうやって作るっけか。これか。半導体1個作れば、添加物あるからそのままいける。半導体。半導体は、窒素塩って何で作るんだ。窒素が足りない。わあ、これ拠点に帰れば、あ、違う。拠点じゃねえや。多分、コルベットに踏んでるんじゃないか、ワンチャン。ワンチャンコルベットから窒素引っ張り出せないかな。なんでね、また誰かセンチネル引っ張ってきたでしょう。ね、ごめん、前の配信から思ってたんだけどさ、龍騎さん指名手配されてない？龍騎さん。ちょっと確認してほしいんだけど、ワンチャン龍騎さん指名手配されてる可能性あるよ。なんか毎回引っ張ってきてないかい？なんか、ちょっと言いづらかったんだけど、もしかして。ワンチャン引っ張ってきてないかい？ちょっと確認してみてくれるかい？窒素。OK。これで窒素は足りるでしょう。
さて、じゃあさあ誰に話しかければいいんだって。じゃあ話しかけるんじゃねえや。作るんだよね。なんだかを作んなきゃいけない。なんだっけ。半導体を作りたいのに窒素塩がいるから窒素塩を作りたくて、窒素塩作って、で、なんだっけ。窒素塩作って、熱コンデンセートを作って、もしかしてセンチネルやりすぎた？それもあるかもね。ちょっと毎回配信中にセンチネル引っ張ってこられるとね、シンプル困るからね、ちょっと解消できるなら解消しといてほしいな。できればね。あれだ。コンデンセートは多分倉庫にあるわ。倉庫にあるから直接倉庫、あれしよう。どこにしまったっけかな。確かどっかにあったと思ったんだけどね。どこにしまったっけ。いろんなとこにいろんなアイテム放り込みすぎてね、もう分かんなくなってる。さあどこだったかな。そこのセンチネルは多分自生してるやつかと。いや急にこっちの方に標的向けてくるからさ、あれなんだろう、センチネルの警戒度っていうか、あれが高いプレイヤーが一緒にいると、他のプレイヤーも一緒に巻き込まれるよね、あれ。確かシステム的に。勘違いならいいんだけどさ。もしかしたら可能性あるから。もしかしたらね。だからそういうのはできるだけ、なんとかしといてほしい。所存。申し訳ないね。そこに関しては。協力してもらえると頼むぜ。助かる。協力してもらえると。ロブスター拝見。外見ぐるっと見てて。この惑星小さいキノコが生えてますね。キノコも生えとるんだ。キノコも生えとるんや、この惑星は。そもそも超電導体を作りたいわけよ。で、半導体が作れます。で、半導体と、なんだっけ。作れるじゃん。やっと作れた。長かった。僕はセンチネル巡回は不定期でセンチネル巡回度は低いですね。本当？そうか、それならいいんだけど。OK。やっと来たね。で、これでボルトスタッフを組み立てる段階に持っていけばよろしいですよと。長かったね、ここまで来るのに。船の陰に隠れてるよな。これを。よし、じゃあ満を持して。頭部。コア部分。その輪っかそうなるんだ。で、例のポールと。めちゃめちゃピンクなんだけど。で、これさ、色ってみんな一緒なの？なんかワイのやつめちゃめちゃピンクなんだけど。いや、ワイの頭ピンクだから別に合うっちゃ合うんだけどさ。組み立てましょう。よいしょ。B ランク。素晴らしい。いいですね。かなりいいですね。じゃあ、初の自作でございます。色はランダムなんだ、これ。初のスタッフでございます。素晴らしい。ありがとうございます。ここまで来たね、ついにね。いや、いいね。ついにここまで来ました。じゃあ、できましたんで、実験しようか。実験タイム。君また、ワイの船の下におらんかい？気のせい？あそこにおるや。主殿。頭変えたら色やクラスが変わったりしたりしなかったり。そうなんや。したりしなかったりなんや。コゲチュンさん、こんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日も京都でノーマンズスカイやっておりますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。紫星系の方にね、足を踏み入れるべく、オートファジーさんと交流を深めて、ついにね、ノーマンズスカイ来て初めてのマイボルトスタッフ作成するに至りましたんでね。はい。
じゃあ映りたがるな。画面占領しとるがな。オートファジーが停止した。ボロボロで。暇人さん、マジでごめん。ちょっともうちょっと浸りたいかな。もうちょっと、せっかくストーリー楽しんでるですから、もうちょっとストーリー楽しませてほしいな。申し訳ないけど。本当に申し訳ない。これに関しては。ちょっと画面避けてほしいかな。ちょっと画面避けてほしい。申し訳ないね。ごめんね。せっかくストーリーだからさ、今楽しまないともう楽しめないからさ、ごめんね。ちょっと楽しませてほしい。私もさっき杖作りました。素晴らしい。それは素晴らしいね。進んでますね。いいな、みんな順調だな。みんな順調だね。オートファジーが停止した。ボロボロで腐食したオートファジーの顔が私の顔をじっと見据えている。オートファジーはゆっくりと重々しく口を開く。もしも、ほにゃららというその言葉、妨害者。この妨害者って誰のことなんだろうな。なんかの可能性があるようです。繰り返し言ってもらう。ごめんよ。オートファジーは不快そうに見える。本当に申し訳ない。自分妨害者するない願いすること。音声そのという中身。やっぱ分からんね。あれなのかな。もっと言葉いっぱい覚えてから話しかけるとやっぱ変わってくるんじゃろうか。でも間にコーバックスって入るんだよね。やっぱり機械ボディだからこそやっぱりつながりがあるんかね。最後にもう一度だけ、ほんとごめん、もう一回繰り返してほしい。聞こえる。聞き取れる。馴染むぞ。もしもあなたというその正しい言葉、あなた可能性がある。も見つける。これスタッフだろう。開くドアというありました。隠されたの前に何か私には可能性があるらしく。コーバックスが崇拝する何かの話なのかい。何かの話なのかもしれん。空腹や憧れのような何かが胸の奥底に呼びかける。瞬きするたびに見えるのは無限に広がる赤色だけだ。やべえ、また始まった。赤色だ。みんな既視感のある赤が見えてきたんじゃないか。マジか。そうか、そういう話になるのか。うわ、信号来てる。16さあ、起承転結、話が切り替わってまいります。さあ、ここからどうなっていくのか。ごめん、今読めなかった。古代の声が呼んでいる。隠れたゲートウェイを探す。スキャンしてポータルラインを見つけ出す。王族の赤。違う。それはこの間のイベントのやつや。王族レッド。賢者グリーン。旗織りブルー。3人揃ってる。よし、じゃあゲートウェイに行こうかしらね。行くぜ。行ってきまーす。ゲートウェイはどこだ。こっちだね。別の星やん。参ります。遠いとこだね。だいぶ遠いとこっぽいね。そうでもない？同じ星か、一応は。はいしょい。どこいしょい。隣の星や。なかなか移動多いね、やっぱりね。1個の星で完結はさせてくれないのね。それでもやっぱあれだね。やっぱりセンチネル戦スピード速いからお使いにしても意外とコンパクトに収まってる感じはする。また信号が毎回止まっちゃうんだよね。止まんなくてもいいんだけど。変わった船のケツだな。要求するユニット。よそ者し言ってることとやってることが全然違う。その言い回しでなんか売れるもんあるかしら。売れるもん大体売ったか。まあ一旦良いか。一旦良いね。毎度あり。なんか目の前の星すごいね。六角形の星だね。なんか面白いものが手に入りそうだけど、また今度ね。
慶太郎さん、ごめんね、全然構ってあげられなくて本当に申し訳ない。じゃあここら辺で私は寝ますね。皆さんおやすみなさい。うんち、最後にうんちしてきやがった。こいつ最後にうんちしてった。慶太郎さん、今日もありがとう。ゆっくり寝てな。明日も頑張って。慶太郎さん、いい夢見ろよ。今日もね、来てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。いつも本当にありがとうございます。今度また V チャで遊ぼうね、慶太郎さん。もうそろそろね V チャやりたくて仕方ないからね。もう夏は壊したんかな。そういえばその辺の話もできてないな。全然遊ぼうね。いやー、いつも本当にありがたいね。目的地これじゃねえか。もしかして違う？さすがに違うか。さすがにそれは甘えか。素直に一回着地してから考えるか。いつも横着したくなっちゃうからさ、よくないんだけどね。この辺に着地したいやつ。V チャいいなぁ。V チャは楽しいぞい。V チャは楽しいんだぞい。V チャ我慢。どうしてもね。わあ、ニューディスカバリー。暑い土地だね、ここはね。C でスキャンしつつ159だから、この一平試しぐらいよい。ダメージつらしこの辺だね。そこだね。とりあえずこいつでいいのかようわからんが。ポータルの近くまで来ると胸の中の上がエスカレートする。アドランディウムあげる。声は聞こえないが何かゴロゴロ音がするらしい。だが予感がする。まるで何か大きな力が湧き出てくるような。これ流れ的にはだって赤い光が見えたからアトラスのところに顔出すでしょ。アトラスという新しいアトランティッドの破片と古代コーバックスのログを思い出した私はオートファジー語でアトラスを意味する言葉を口にする。ゴロゴロという音が大きくなる。何かが覚醒し始めている。結局そうなんだ。ボルトスタッフを振りかざす。私はボルトスタッフを提示した。スタッフが火花を散らし、骨にまで響く衝撃を発生させる。違うポータルだったまさかの別ポータル。違うポータルから私は行くぜ。国風行きます。隠れたゲートウェイがアンロックされた。行くぜズドン。神道滅却中。ゲイさん、うわー。急にまた放り出されたんだが、やっぱアトラスってさ、人使い荒いよね。基本的にコールリカバリー宇宙船、あれ宇宙船呼べなんだって。いつものもっとこう手心というかアトラスちゃんっていつもそう。本当にそう。アトラスちゃんいつもそう。私のことなんかちっとも考えてくれないんだから。仕方ないわね。付き合ってあげるわよ。ようアトラス。アトラスは不可知の存在だ。その精神はあまりにも異質すぎて理解が及ばない。私の存在に気づいているかさえも全くわからない。トラベラーのこと何だと思ってるんですか。本当にそう。ねえちょっと男子女子の気持ち。ただ運命がここへと私を引き寄せたのだということはわかる。運命は回避できなかった。私の抵抗など通じなかったのだ。
アトランディウムを見せる。控えよろ、このもんどころが目に入らぬか。アクセス拒否。怒られたわ。インデックスされていないデータを検知。削除できません。やっぱこれもうバグ扱いなのかな。データが破損し読み込みません。嫌がらせしてやろう。もっと近づけたら、おら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 。鼓動する核へとエーテル物質を差し出す。あ、嫌そう。めっちゃ嫌そうにしてる。致命的なシステム障害。急に呼び出すからほっぺにすりつけたら、おらうれうれうれ。真っ赤に染まったインターフェース上にエラーが噴出する。アトラスが悲鳴を上げる。もしアトラスという存在が苦痛や恐れを感じられるとしたら、アトラスは今恐れているのではないか。だがアトラスが私をここに連れてきたのには何か目的があるに違いない。すごい嫌そう本当にそう、すごい嫌そうな。どれどれ観察したるか。巨大な赤い玉をじっと見つめるとイメージが形になり始める。アトラスは失われたコーバックスプライムの知能を私に見せる。おや、話変わってきた。コーバックスプライムの繁栄と衰退だ。歴史やね。何も見えない中、孤独に待つコーバックスプライムの子供たちは暗闇の中に取り残されながら無の世界から自らの体を再び作り出したオートファジーは現在とは似ても似つかない宇宙の未来を見せてくれた。ほー。回路から配線が飛び出てトランジスタが故障している。記憶は溶けていく。まるで水に無酸するインクのように。アトラスは私には到底理解できない時空の中で自らの闇に向かって突き進んでいく。アトラスは吠える。従順を求めている。方に従ってやるか。もうちょっと付き合ってやるよ。アトラスとはすなわち全ての創造物だ。アトラスは万物だ。オートファジーもアトラスの子だ。そうに違いない。だがなぜオートファジーは暗闇から戻ってきたのか。なぜここに存在しているのか。希望に向かっていこうぜ。オートファジーは希望の権化なのか。アトラスが再び叫ぶ。おお、どうまあまあ落ち着けて。まあまあ落ち着けて。どう大丈夫。いつものことだから大丈夫。オートファジーの存在そのものが死の現実を目の前にした時でさえ希望であるという証拠だ。私は結晶を再び差し出した。何も困がることはないのだと分かってもらうために。どうしたアトラスちゃん、話聞こか。そうだね。それはコーバックスが悪いね。俺なら絶対そんなことはしないのに。アトラスさんってさ、妹みたいなもんだからさ。ほな誰も得しないんだって誰得なこの流れ。嫌なもん押し付けられてアトラスが切れかけてる嫌がらせが過ぎるよ。ほっぺにグリグリしてる。アトランディウムほっぺにグリグリされて紫色の電子ほとばしらしてるひどすぎる。出来上がっちまった。嫌がらせが過ぎるよマジで。アトラスは一言も発しない。何を考えているのか。私の声が聞こえているのかも全くわからない。わかるのは自分の心のみだ。私は解放された。よし、俺は俺の道を行く。よし、みんな行くぜ。ねえねえ、怒ったってしてるのかな。ペシペシ、怒った？怒ってないよ。ペシペシ、怒った？怒ってないよ。ペシペシ、無限ポイントセーブ。新たな称号アンロック。アトラスに囁く者国数。アトラスに囁いちゃった。理解しがたい心を慰めた。ポプテピピクポプテピネだよ。さあ、あなたに朝しに行くか。なんかやっぱいろいろ進んだね。でもね。よし、じゃあまた行きますか。ここ初めて来る整形かな、もしかするとね。まあいいわ、とりあえず今は。初めて見るもんだらけっぽいね。なんかそんな感じがするね。まあ細けいことはいいや。ワイの船向こうにあるやん。ちょっと散歩していくか。せっかくだからなんかちょっといろいろスキャンしながらゆっくり船まで向かっていこうか。どうなんだろう。この整形はここからまだまだお付き合いすることになる整形なのかしら。わからんね。
わからんからとりあえずいろいろ読んでいこうか。トラベラーアトランディウムでベシベシ。怒った？怒ってないよ。ベシベシ。怒った？怒ってないよ。ベシベシ。怒った？綺麗そう。実際ちょい切れだった。実際ちょい切れまであったね。目的地まで遠いからね。ここほんといろんな奴らがおるね、ここはね。いろいろ被ってんね。いろいろ被ってるわ、ほんまに。あとは、まだ読めるものいっぱいあるね。いいな、私飛ばされた時断崖絶壁の底にいて抜け出すのにめっちゃ苦労したのに。どんだけ運悪かったんですか、それ。よっぽど運悪かったんやな。今日はついてますね。国数もうあれだから、もう調子悪い時期はどうやら取りすぎたようなので、今日は多分ね、順調に行くと思う。むしろ順調に行ってほしい。いや、違う、順調に行け。今日は順調に行くのだ。ボルトスターフドン。いろいろ映るね、いろいろ。あそこにもなんか生き物。あれ地下の生き物か。あれは地下っぽいね。だいたい地上にあるものはもう読んだかな。あ、まだあるじゃん。まだあるじゃん。読んでないの。意外と凹凸あるね、ここもね。読めるものはこんなもんか。なんかポチポチしながら適当に歩いてはいるけど。順調。普通に歩くと意外と距離あるけど、あと200メートルぐらいだね。マスカはね、ストーリーがかなり楽しめますね。そうね。それは確かにそう。なんか熱防御停止したとか、チャージしてこうね。ちょいチャージしてこうね。これもだね、見た目全然一緒なんだけどな。大体でも本当に必要なものは読めたかな。こいつがまだスキャンしない。もうこの星の生き物は大体読めたかしら。お、我が愛機よ。祝福された我が愛機よ。待たせたな。到着したいよ。ちなみにああ、スキャンも何もできてないから何の表示もできてない。そんなことあるんか。よし、行くよん。飛ぶよん。すまんな、ワイはまたすぐに飛ぶで。ちょっとナーダと顔合わしてくるわ。ナーダにこんにちはしてくる。ちなみにこの星さ、なんかスキャン星の情報が全然出てなかったんだけど、そっか、飛ばされるとそういうことになるのか。今これ出て未発見扱い。くそ、一回着地しよう。動物せっかくスキャンしたからナノマシンもらえるんだったらもらっときたい。よいしょ、着地。よし、これで降りてきた判定になって、ナーダさんに告げ口だ。告げ口しちゃうで。こう16種類もいるんだけど、生き物。この星すごいね。随分生き物いっぱいいる星だね、ここね。いいや、じゃあもう追わなくて大変だ。じゃあナーダさんに会いに行こうか。ナーダさん。
ボス報告が。アトラスの野郎、アトランディウムをほっぺにグリグリしたらめっちゃ嫌がってましたぜ。あ、そうか、みんないるから今オンラインか。オッケーオッケー。よいしょよいしょ。奈良さん見てみて、ピンクの棒すごい。あたかもなんか前からここにいましたけどみたいな顔しながらここにパンダさんおるのおもろいなナチュラルだったな。今普通におったな。一瞬あれって思ったけど、ナーダは硬直して心配そうに私を見つめておる。元気か、親愛なるエンティティ。なんか心配されてるね。アトラスの偽りが怖がっていた。ナーダはこの可能性を考慮したことがなかった。実に興味深い。だがトラベラーは用心すべきだ。アトラスの偽りエンティティは表現者だ。紫色のラティスは存在不可能な場所に存在している。アトラスの偽りに挑戦を呈している。アトラスが神でないことを証明している。ナーダはいつも知っていた。だがナーダは気づいていなかった。なんでみんなこう画面の真ん中に映りたがるの。待って落ち着けみんな待って、今ナーダのターンだって。今ナーダのターンだから新しい NPC かな新しい NPC 自己主張強いんだが自己主張ちょっと強めだぞ貨物船色が真っ黒だ。真っ黒なのもあるんやね。だがナーダは気づいていなかった。トラベラーは今ここに紫色のラティスを持っているのか。アトランディウムを見せる。なんかみんな集まってきたがみんな集まってきたね。ナーダは紫色の結晶をそっと手に包んで持つ。ナーダの外角が震え、顔面ライトが激しく点滅している。何か私的な感情や記憶に浸っているようだ。そっとしておこう。治りました。夢だか。ストーリーの邪魔しない。そうだ、みんな国和はストーリーを楽しんでいるんだよ。みんな落ち着け。一歩距離をとって生温かい目でね、後方腕組みで見といてもらえると幸いでございます。皆さんどうぞご協力をお願いいたします。せっかくのねストーリーなんでね、一回きりの大事なストーリーでも2度はないのでね、ぜひなんかそのプレーンの状態で楽しめればと思ってるので、ぜひご協力をねお願いいたします。皆さんよろしくお願いします。彼女はやっと居場所を見つけた。彼女なんだね。性別がナーダにこれをくれないか。トランディウムをあげる。口頭は断らないわ。あげる。ナーダは感謝する。この記憶をくれてありがとう。やっぱ記憶なんだこれ。ビルダーエンティティに紫色のラティス。ナーダが考えるに恐れる原因などない。私たちが恐れないということはおそらくアトラスの偽りもしかりだ。ナーダのライトが一回点滅する。そしてナーダはこの友情を隔離しない。数多くある進む道を切り開くのだ。トラベラー、友達を作るのだ。それがあなたの道だ。怖がるふりしてたってこと？ふりだったかも。ふりか、怖くはないけどめっちゃほっぺかゆかったのかもしれない。もしかしたらめちゃめちゃほっぺかゆかったのかもしれない。もしかしたら山芋の断面吸い付けられたみたいな、そういう感じだったのかもしれない。もしかしたらピリピリしてたんかな。後方後方腕組みでオートファジーの皆さんが後方腕組みでめっちゃ見てるんですがいいね。後方腕組み後方腕組み、応援者たちが応援してくれてるよありがとう。じゃあ前に進もうか。じゃああれだね、次どうすればいいんだ。じゃあ今進みまして確認をします。ログの新しい現実を尋ねるじゃなくて、これか。オートファジー外見変更、これか。あ、これであれだね。オートファジーの流れは大体終わったのか。オートファジー合成ターミナルに行く。了解。じゃあオートファジーキャンプにもう一回行きますねリエさんわら見せてくれてありがとう。じゃあオートファジーのとこ行ってくるね。オートファジーの拠点に遊びに行こうじゃないの。なんかあれだね、こうやって見ると本当にみんな、わあ、いろんな船あるね。
素敵だね。楽しいね。待って、なんかいろんなものを放り込まれた気がする。気のせいか。さすがに気のせいだね。そっか、みんなアイテムやり取りすればそこで全部表示される。待って、なんか放り込まれ、あ、違う、これ全然関係ないや。ごめん、なんでもない。気のせい。言います。よし、発射。みんなが集まってるところに来ると重たいからね。落ちないうちに進む。あ、こんばんは。初見さんですね。ありがとうございます。お名前太郎さんですね。太郎さん、コメントありがとうございます。ニカズと申します。ノーマンズスカイの今日初紫星系を目指してストーリーを進めております。今さっき初めてのボルトスタッフを作ったところでございますのでね、ここからまだまだストーリーの方を順々に進めていこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今ちょっと諸事情でコショコショ声で喋ってるんですけど、ちょっと条件揃うまでちょっとコショコショ声で配信させてもらえればと思うので、音小さかったりね、どうしても聞こえなかったらコメントでさすがに聞こえないですってこう言ってもらえるとすぐ調整できるんでね、お願いいたします。どうぞゆっくりしていってください。で、どこ向かえばいいんだ。マルチのスペースアノマリあるある。知らない間にアイテムが潜り込む。それな、本当にあるんだわ。とりあえずキャンプを追った方がいいか。よし、オッケー。ちょっとした ASMR 音がね、喋ってる言葉が聞き取れればそれでいいんだけどね、果たしてこんなもんなのか。飛びます。レッツラゴー。一応スキャンしとくか。なんかすごいね、今日一日で、なんだ、また出た。目の前にある物体はスクラップ金属とアトランディウムの破片をかき集めてできた一種の船のようだ。これ船なんだ。あ、これ一応そういう感じなんだ。脈打つようなリズムで動いている。あ、ハロー。あ、めっちゃ話しかけてくる。誰が話す？着用者エンティティ？摩耗したエンティティ？着用者エンティティってのは Y が話します。了解した。感度よし。君の信号は良好になってきた。事前構築済みエンティティ。一応誰ですか？でもそれ言わないで。殿が壊した船が。船って分かってたら壊さなかったのに。船だったんだね、これね。声は一瞬静かになり、その後シンプルな返答があった。私はダイバージェンスフラグメントヤドリーアルファでいいのかな、乗ってきた船について尋ねる。私の船？その声は笑い声のように聞こえる。船？いや、スウォームの例があるから船じゃないだろうと言えない。理解した。私のシェルは船に似ている。シェルってことは核か殻か。オートファジーと同じように私がサルベージしてこのボディを作った。おい、こいつボディって言ったぞ。空を飛べるシェルが欲しかっただけだ。でかいね。コーバックスプライムが破壊されて間もなく私が自分で作った。スピードが命だった。君は？間違いない。正しい事前構築済みエンティティを見つけた。君は妨害者だ。何？Y 妨害者な？これもしかしてちょっとまずい感じ？オートファジは耳障りの音を立てる。それは明らか。君のずっと動いてんだよな。周波数は型にはまらない。君はテラモンエンティティを身にまとっている。テラモンエンティティってなんだ？さっき攻撃したことにもたれてます？いや、内緒。仲間間違って撃ち落としちゃったら内緒。アーカイブ見ないと分かんない話だよ。内緒。そして君は自由だ。オートファジーは一時停止する。理由もなく君を歓迎したわけではない。私は自分の時間も君の時間も無駄にしたくない。私が直接質問する。クリムゾンの向こう側を
見たことがあるか。見たことありますけど、はい、インターフェースの内部で見たのか、妨害者ならばわかるだろう。アトラスはコーバックスの神話以上の存在ということが。解釈の分かれるところ、確認何も言わない方が吉な気がするけどな。あえて無言の方がいい気がするけどな。オートファジーは一瞬沈黙し考えている。私は年だ、妨害者よ。私は長きにわたり飛んできた。インターフェースステーションは見たことがある。暗闇の中のダイヤモンド。そんなおしゃれな表現使う？沈黙は金。ほんとそう。多分これは下手なこと喋んない方がいいんじゃないかな。私は自分の観察と計算を信頼している。君はアトラスと交信できる。君は彼女を再構築できる。やっぱ彼女なんやな。やっぱアトラスって一応形としては女性なんだな。その声は突然新たな強さを帯びた。そのエネルギーははっきりと伝わり、中継のあちこちで火花を散らしている。ボイドについて何を知っている？オートファジーの始祖か。私たちのアトランティド。どうしよう、杖見せれば話し通るかな、このピンク色の杖。ごめん、戦闘さ、マジでちょっとよそでやってくんねえかな海賊来たんだが。お、ここ楽園惑星だ。あ、マジ？熱いね。楽園惑星だったか。水の色赤いことを除けば普通に地球ギリ地球か。赤潮と考えればギリ地球説はある。見知らぬ船は私の提供物を承認して分析しているようだ。はい、彼女の帰還の証明、彼女の物理的権限、コンバージェンスの残りが残念だ。彼らの悲しみは彼らを制限する。彼女の断絶により彼らは単一の脆い心になってしまった。オートファジーはもはやコーバックスではない。もともとやっぱりコーバックスだったんだ。私たちは悲しむ必要はない。彼女がいなくなっていないことは分かっている。彼女は拡散している。水面下で成長している。しかしガラスの壁は分厚い。彼女に必要なシールは一つだ。彼女に必要なシールは一つだけ。スキャフォールドも一つ。彼らが希望することを尋ねる。なんかまたお使いをする流れになるんだろうな。まあそうだろうな。私は可能性に惹かれてしまい、あまり直接的になれなかった。助力を頼む。いいでしょう。コーバックスプライムがなんとかかんとか言ってましたからね。やっぱコーバックスなんや。やっぱ機械生命体って言えばコーバックスだけど、やっぱり関係あったか。これはずっと前に失われたものを復元する機械。植生が素晴らしい。なんかその星がね、なるほどね。いい感じの植生か。必要なものは全て揃っている。アトランディウム、君の異常な信号。アトラス、残っているのはアセンブリだけだ。アセンブリとはアトラスは見たことはない。そのクリムゾンダイヤモンドを入れることはできない。しかし君なら、妨害者ならできる。ワイの呼び方妨害者になっちまったな。アトラスがスキャフォールドかもしれない。妨害者、君が私たちに手を貸してくれるなら、アトランティドの廃墟で失われたものを探せ。肉眼では見えないものをスキャンせよ。シードを集めよ。アトラスが応答する。彼女のデータを忘れることはないだろう。彼女は帰還する。幾重にも重なる星々の中に。消えたー。本当に？でそこに繋がるわけだ。了解。なにアトランティドの記憶。忘却の淵に消え去った高度な知性の遠吠え。格闘追将の反響。なんかおしゃれなものもらった。話し方的に妨害者はマイナスの意味ではなさそうですね。確かにね。妨害者っていうのが彼らにとってじゃなくてアトラスに対しての妨害者とか、そういう意味合いになるのかな。いろいろなんかまたエコーシードを3つ手に入れなきゃいけない空気が漂ってきたよ。
さあ進めていこうか。行きます。あ、ほんまや、楽園の土地だね。すごいね。次の目的地は楽園だったか。海がめっちゃ赤い楽園ね。いいじゃん、楽園。素晴らしいね。楽しんでください。ありがとう。 DS ありがとうございます。さあガンガン行こうぜ。あ、ぶつかっちゃった。オッケー。産業廃棄物発見。やっぱあるんだね。バクテリア大量発生してそうな海ですね。ほんとそう。完全に赤潮。他の魚みんな酸欠で死んじゃってるんじゃないか。心配になっちゃうカラーリングだよ。みんなこんにちは。ごめんね、急に召喚してね。みんなの話を聞かせておくれ。突撃隣の晩ご飯、みんなのお話聞かせてくれメンス。どこに話しかければいいんだい？ちなみに何すればいいって言ったっけ？アトランティドの記憶を集める。分析バイザーを使ってエコを探して。もうエコー見つかってるからいいんじゃないか。記憶を集めてアトラスに提出する。エコーシードをスキャン。どういうこと？ん？ちょっと待って。記憶のレシピをブックマーク。ああ、そういうことか。違う。ごめん、違う。なんかあるんだろこの辺に。そういうことじゃなく、めんどくさいわね。説明が足りないのよ。ここでってこと？これか？ああ、これだ。よし、じゃあこれでいきますか。でこれでエコーシード探しが始まりますよと。の松かいつものねえ、本当にね足りないんだよ、説明がことごとく。ちょっと待ってな。ちょっと待ってね。結局だね。C を使って先に C か。なんか引っかかるかな。何かが引っかかってる様子はない。マジでわからん。話がさ進まないんだけど、これじゃダメな。なんか進んだわ。アノマリー行くと高確率でエラー落ちするのめんどいな。それな、本当にそれね。重たいんだろうね、やっぱね。調子悪いんかな。さあいちいちこれをやんなきゃいけないのが本当にめんどくさい。話進まないんだが、説明が不足しすぎててマジで何もわからん。エコーシードを見つける。具体的なガイドについてはログを確認する。これだろ？もうあれかな、見つけたことになってないんだよね、話が。多分飛ばしたな。なんか飛ばしてるので一回離れます。そっか、巨運の惑星で探すか。そういうことね。じゃあここはそっか、楽園の土地だから話進まないのか。
じゃあもったいないけどここは息します。よし、さらばです。おさらばです。モッドとかで環境違う方と遭遇することもありますからね。そういうのもあるのか。モッドの関係もあるのか。 PS4 だからスペック的に厳しいから仕方ないけど、そこ、いや辛いな。ハードのスペックはねどうしようもないとこあるんですよね。それは確かに本当に仕方ないね。ハードは仕方ない。ヨーバーの惑星で探すそうです。そうね、了解です。じゃあ今から行くぜ。ヨーバーの惑星、ここはそもそも不況の惑星ですらない。そこを確認しなきゃ。まずディスカバリーでそもそも不況1が存在しないのかどうか。まあ平和なのがあるってことはないのか。基地建てといたんでワープできますんで建てときます。了解です。そこはお任せしますので、どうぞ吉名にお願いいたします。ここの席俺来んのかな。どうなんだろう。とりあえずみんなスキャンしとく。みんなスキャンしといて、どれがどの星かとりあえず分かるようにしといてから考える。錆び鉄あるからワンチャンありそうだけどね。ちょっと待ってな。他の星にワープした方が早いか。あ、黄色いもんね、そもそもね、星が。最小限の基地ができました。よかったじゃん。よかったじゃないの。すまんけど一回出るよ。今いるとこがそもそもどうなのか。全然違うじゃん。なんだよ。すいません、移動します。話にならん。なんか近場の適当な不況ワンおらんか。近場の適当な、あ、これ不況ワンじゃん。じゃここに行きます。敵のスキャンはスルーします。オッケー。あった。よし、ナイス。素敵。あったの素敵。なんか戦闘始まっとるで、もう勘弁してくれい。いや、宇宙船が大変だね。宇宙船が攻めてくるぞ。まあこんなもんやね。まだいる宇宙船。あ、まだ宇宙船おるね。まだおるやんけ。通り過ぎていく。狙いすまして撃っていってミサイルドン。遠いね、距離が。やっぱりあれだね、アップデートしてから挙動だいぶ変わったね。ちゃんと回避コードっぽい挙動取ってくるもんね。あんまり関係ないんだけど。オッケー。さて、新しい船欲しかったからちょうどよかったな。ちょっと寄り道してきますか。まさかのスペースレスキュー、びっくり。スペースレスキューでした。ロケットランチャーは試行。なんだかんだね、ロケットランチャーあるとすげえ助かるっすよね。話が早くて。どれじゃあお呼ばれしちゃおうかな。コントロールが下手。
Hello future お邪魔します。痛いかあれ、こいつじゃないの？痛い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 。あれまずい。あ、びっくりした。あれこいつじゃないの？ごめん、船間違ったかも。いや間違ってないが。あ、待って、バグってる。入場できないぞ。あー、これバグってますね。あー、そんなことあるんだ。動機ずれかなこれは。アイコン出てるけど入れない。バグってる。あ、報酬くれないやつ。悲しすぎるやろ。そんなことある？はあ、まあいいか。そもそもついてたから。はい、どんまい。次行こう、次。ああ、貨物店無料ニュースのチャンスが悲しすぎるよ、ほんまに。まあ、もう諦めて次行きましょう、次。で、主目的に戻ろう、主目的に。キャプテンと話す。これ、もうバイバイしたいな、どうせ話せないし。これだね。シールドとスキャナーフォールド。これが？あ、これだ。こっち。エコーシードを見つけるだから、こいつだね。これの続きをやります。なんかもういろいろまたうまくいかないゾーンに入ってるんじゃないか。大丈夫か？短距離ワープで解消できるとかなんとか。もういいんじゃないですか。もうとりあえずもうストーリー進めちゃおうぜ。手に入らないものはね、仕方ない。諦める。人間諦めは肝心。主目的からもう外れないことが大事だからね。本当は寄り道ゲーなんだけど、でもストレートに行こう。仕方ないからストレートに行こうぜ。ここ一段落ついて覚えてたら立ち寄ろう。そもそもなんかバグ祭りでまたあんまり良くない可能性は十分にありえるからね。オライ。オッケー。神秘的やいい景色だこと。ようみんな。見覚えのある頭。そうでもないか。珍しい頭してるね。なんだこれ、マーカー？はい。小規模な開拓地。いらない開拓地。今求めてないよ。エコーシードを見つけなきゃいけないんですが、結局エコーシードの見つけた方はどうなってるんだ？ちょっと待って。話が進まんぞ。エコーシードを見つける。不協和音の惑星では分析バイザーを使って近く的エコーを探す。はい。ここまでは OK。C でスキャンして、スキャンハーモナイザーまたは、ポリフォニックコアを展開する。はい、しました。いいよね。量子コンピューター持ってるよね。だからエコーシードを見つけないと話進まないんだよ。エコーシードとはの説明がね、がっつりごっそり抜けてるんですよ。これだって別にもらえるあれじゃないでしょ。ソーラーミラーって俺3つ持ってたっけ？とりあえず受けてみるか。バグかやっぱり。ソーラーミラーもう3つあるから渡すだけでいいんだ。あげる。Thank you。だってじゃあ
ワイはどうすりゃええのや。アトランティドの記憶を集めてアトラスに提出するなんだけど、マルチツールの、ポリフォニックコア、ここでもう一回ってこと？もう一回探さなきゃいけないってこと？じゃあもう一回やってもう一回起動します。そういうことか。起動して一発ここ探した上でここに来てもう一回起動するのか。本当に？ああ、そういうことか。アトランティドの記憶ってのはあれか、ボロボロのところに行ってその記憶を回収してくる感じのやつなのかっていうことなのであれば全然納得。とにかく不協和音惑星見つけたよ。ありがとう。ごめん、暇人さん、龍樹さん、本当に申し訳ないんだけど、なんだろう、早い、ペースが早い、ペースが早い。ちょっとね、余韻が楽しめない。早すぎて余韻が楽しめなくなっちゃう。ちょっと今日の配信はちょっとみんな落ち着かないか。今日はね、多分ね、わちゃわちゃ会じゃないんだ。今日のこの感じで言うとちょっとみんな今回は落ち着かないか。少しできれば余韻は大事。そう、余韻は大事だからね。そう、大事なストーリーだからさ。ここまたあれじゃん、カメさんのアルマジロっぽいね。カメっぽさもあり、アルマジロっぽさもありで、ソジウム拾いながら。最近ね、慢性的なソジウム不足に陥ってるからね。これもいずれ回収できるようにしないとね。よし。さあここでアイコン出てるやつはいるか。これか。これ選んで初めて進むんか、もしかして。でこれは進んだの？ね、進んでないんだけど、なんで？なんで？リチャージしましたか？リチャージというか、何回もこれさ、だってあれでしょ？これリチャージしてさ、もう一回撃ったら今度また別の拠点っていうか別のキャンプに行くだけでしょ？キャンプに何ぼ行っても全然話が進まないんだけど、本当はここに来たらこのエコーシードをスキャンみたいなところの数が増えていくんじゃないの？あ、そうか、天体からスキャンして惑星データを読み取るか書いてある。じゃあ飛ぶよ、信じるよ、飛ぶよ。じゃあシンプルバグってるのでは？ちょっと調べてみます。いや、大丈夫。できることとりあえず全部やろう。調べたりするのはそれからや。エコーシードは不協和音で近くのエコ体を探して破壊だっけ？地殻体のエコーを探して。そもそも地殻体のエコーとは何じゃ？だからあれでしょ、ここでスキャンかけるんでしょ。で本来はこれで何か次の目標が発見されなきゃいけないのに、それが全然このエコーシードをスキャンのこの説明がね、多分ごっそり抜けてんだよ。途中の過程が多分1個抜けてんだよね。で
エコーのなんたらかんたらってそれっぽいので言うとこれか。エコー探査機があるからこいつか。でもこれってさ、だってオートファジーの拠点探すやつでしょ。スターバルブみたいな特産品だったはず。なるほど。今日和音に降りてスキャンするのでは。いやもうさっきからね何度もスキャンしてるんだけどね、うんともすんとも言わんのよ。なんでだって話だから。フラグバグってんじゃないかな。フラグバグってる説は全然あると思うよ。そうだね。今日は音じゃない。はい。ああ、おかしいな。なんか Y が間違ってるだけ？それともなんか降りるたびに話変わってる？そもそも今この星でさっきのキャンプいたよね。違う？さっきのキャンプ違う星か？ Y がおかしいんかこれ。ああ、違う星か？いいよ、じゃあもう一回キャンプスキャンするよ。もう一回キャンプスキャンする。じゃあこれでダメなら本当にもう分からんよ。自分のいる惑星が目的の惑星です。氷和音の惑星はそこら中に紫のクリスタルが生えてます。さっきからスキャンしてこのマーカーが出てそこに行ってるはずなんだけど、どういうこと？さっきからワイはただただマーカーを追ってるつもりなんだけど、不協和音を検出している星系は、ああそういうこと。あ、太郎左衛門さん、初コメありがとうございます。オートファジーのキャンプはいろいろな星にあるよ。こっちに引っ張られてるんだ。あ、そういうことなんだ。実はオートファジーは普通の惑星にもいまして、ということは不協和音の星についてからスキャンしないと意味ないんだ。ああなるほど、やっと理解した。了解です。ああやっと理解した。申し訳ない。Y の理解力が足りなくて随分時間を食ってしまった。申し訳ない。目的地着いたら降りてスキャンすればいいはず。要はの惑星探してそこに降り立ってからスキャンして話が進むってことね。オッケー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 。今日ワン惑星じゃないと進まないですね。オートファジーは他のタイプの惑星にもいますので。了解です了解です了解です。全然理解が足りんかった。ノマスカ君もう少しチュートリアルを。確かにそうやね。もうちょっと分かりやすくいろいろ説明してくれりゃ。説明が飛んでて全然分からん。いやちょっと待ってね。なんかすっげえ疲れたな。ちょっと待ってね。順番にゆっくりスキャンしようね。順番にゆっくりスキャンしようね。落ち着いていこうね。はあ、やっぱ宇宙ってのは一筋縄でいきませんな。あ、なんだっけ、もう目的の星にいるんだっけ。
あそこが不協和音なんだね。見つけてくれてありがとう。じゃあそっち飛ぶね。久しぶりの探索が大変だな。マスカの探索ってこんなんだったっけか。10秒が長く感じるよ。あ、これさっき言った星じゃない？これまた別のところか。そういえば宇宙探索って大変だったんだ。そう、その時僕らは思い出した。はいどうもいらっしゃいせー。一旦降りようか。一旦降りよう。やべえ、やったかも。別の星でスキャンかけたせいで、もうすでにスキャンかけてるからねとか言われるかもしれない。ほらめんどくせーマジで。一回スキャンしたあそこ行かないと話進まないんじゃん。ごめん、クソデカタイミングついちゃった。申し訳ない。一旦そっち消化してくるね。一旦スキャン覗いてみます。もうあれ消化しなくてもスキャン覗いていけるのか。もうね、だいぶ疲れてわけわかんなくなってるよ。どうなんだい、どうなんだい。いけたー、ありがたい。ありがとう DA さん、助かる、助かった。もう疲れた。もう終わらせようぜ。あー、こんなんあったあったあった。あ、今やっと思い出したわ。今俺は虫の居所が悪いぞ。ベルセークに出てくる人みたいな顔しやがって。そしてこのスティックがねなかなか威力が。国和氏グッジョブ、ありがとうひまじんさん。エコーシード1個、1箇所につき1個か、1個かも。この惑星はベルセルクだったかもしれねえ。もしかしたら何個か取っとくか。エネルギーに使うっしょ。ちょこちょこっと資源集めておこうか。きっと使うっしょ。欲しいっしょ。エネルギーで使うっしょ。あー、燃料がない。燃料チャージ。じゃあ次だね。次探そう。次よし。ひとっ飛びだ。そこまで届かんかしら。届かんねー。届かないね。論外絶壁。見失ってない。あれか、この辺かい。なんか動物に追われてるっぽいんだよな。なんか随分攻撃的だね、この辺の動物は。どこだ。引っかかる。やめてくれ。引っかかんないでくれ。もうワイは限界だよ。もう優しくしてくれ。2個目でちょこちょこっと集めといて。そんなにたくさんはでもいらんやろ。
もう一個あるか。 OK で、あれもう一個じゃない？外れてるな。これか。あ、もう揃ったやん。部品組み立て。やった、やっとだ。長かったね。すげえ長く感じる。おらできたー。あー、長かった。すげえ長かった。マジ説明不足。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なんとかここまでたどり着くことができました。次はダイバージェンスフラグメントのところに戻ってコンタクトをすると。了解いたした。よし、じゃあみんなの車が止まっちゃうよし、自分の宇宙船にまず戻ります。召喚いらっしゃいませ。評判の惑星っていうワード自体存在知らないと分かりづらいですからね。いや、おかしい、分かってたんだけどな。なんかスキャンで案内された通りに行けばもう最初からそっちに行くもんだと思って何回もスキャンしてたからね。いざ行ってみたらそれはそれで自分で目的地にまず行ってからやってねっていう話だったの。文章の読解が足りなかった。パンダさんパチパチありがとうございます。宇宙でパルスエンジン使えばいいんだね。スタンプありがとうございます。嬉しい。パルス使うとフラグメント検索して次に進めると。 OK、 またあったね。妨害者よ。メタリックな声では機体でこわばりかすれている。感情も出るんやな。じゃあデータ見せるよ。国かに100点あげちゃう。嬉しい。100点もらっちゃう。残響提出。このシールドは新たなプライムとなってのが引き寄せられたわ。あらららら、なになんか引き寄せられてるが。これ大丈夫？なんか画面がよくわかんないことになってるけど、これこのまま進めて大丈夫なん？大丈夫そうだね。バックドア、これは何なんだね。今何をやってるんだ。依頼は果たした。そう、依頼は果たしたっすよ。それが君だ、妨害者よ。アトラスは君の味方、君に指示者を与える。ありがたいね。君はその欠点だ。現実の建築へのバックドア。ほう。慎重に種を植えよ。記憶を成長させることは繊細な行為だ。しかしアトランティスでは被害を引き起こさない。このデータはかつてアトラスの一部だ。これさ、ワイまずくない？大丈夫？これ君は彼女を母性に連れて帰れ。よかった。よし、終わった。長かった。じゃあ戻りますか。ギャラクシーマップに入れて目的の場所に向かいますよ。これでいいのかな？セーフ。ちょっと危なかったね。ちょっと危なかった。陸泊に参ります。いや、なかなかだね、今日もね。なかなかだよ。OK。結局このスキャフォールドインターフェースっていうのがそもそも何なのかようわからん。アトラスちゃん遊びに来たよ。遊びましょう。はい、どこでしょう。こっち向きなんだ。OK。危ねえ。
落ちるかと思った。危ねえ。アトラスちゃん、フジコちゃん、ゲッチュ。アトラス語ってどこで使うんだろう。 OK。 じゃあおしゃべりしてみましょう。律儀に外に出られるようにしてくれるアトラスちゃん、律儀でござんすよ。よし、じゃあ記憶をサイドロード。さあ読んでごらん。そうそう、慎重にね。スキャフォールドじゃん、慎重に読むんだよ。タイムラインの競合検知。あらやだ。解決に適切なメモリーブロックを特定中。頑張って。あ、さっきまで回ったところの名前が出てきた。アノマリー違反を検知。え、嘘やん。プラスメタリックや。インターフェースのネットワークからパージ中。え、マジ？インターフェースがシャットダウンを開始し、ターミナルのライトが回線ごとに消える。マシンのイオンが静かになる。画面には光源が一つだけ残り、暗闇に逆らって一連の文字が点滅している。文字に触れる。ほう。無限の記憶がデータパケットからインターフェースに流れ出ている。記憶から声が。スキャフォールドはまたあれだね。メモリーペイロード。じゃあ順番にアルファ、ベータ、ガンマまでロードしてみようか。いろんな記憶が目撃できる。さっきの声の記憶かしら。順番にリュックから。私は活気に満ちた宇宙ステーションの中にいる。商品やトレーダーで賑わっている。電源させるってのがあるから、通りすがりの商人がくちばしを鳴らして私に合図した。私は従いたいという衝動を抑えた。これはなんだ？電源させるとどうなるんだ？一回戻るか。まあ権限させるならこの未知の領域とかそういうやつの方がいいのでは。新しいインターフェースが消えていく。私は空虚な空と文明の痕跡なき空虚な荒野を見渡す。誰もこの世紀を支配していない。その天体は荒々しく手つかずのまま。権限させてみるか。シードペイロードアルファ設定。未知の領域。ターミナルには画像が溢れ出て、アトラスと私が組み立てたパケットの間に断片が踊り続けている。これらの数えきれないほどの記憶の一つ一つが生命の銀河の、痕跡を帯びている。ほう。タイタンってなんだ？楽園がいいな。楽園がいいと思います。そよ風が草原の海を優しく吹き抜ける。草食動物が、牧草地をのんびりと歩き、なんだっけ、若菜だっけかがつぼみを食べている。ここは生命と自然の光で満ちている、まさに楽園のような惑星だ。権限してくれ。やっぱ楽園なんですよ。本当にそう。インターフェースブリッジ安定。シードの生成を続けますか。さあこれがラストか。ターミナルにあふれる記憶は目を閉じても消えない。それが私の中に染み込んで自分の記憶と融合していくのを感じる。わー、ちょっとなんか、ね、楽園っぽいのが一個もないんだけど、記憶を目撃する嵐、恐怖、討伐。まあ強いて言うなら嵐かな。一滴の雫が私の手の外装を打つ。私は空を見上げた。雲が急速に暗くなり、風がうなり始めていた。この惑星は無数の結晶に覆われ、貴金属の層が走っている。嵐の接近とともにそれらがきらめいた。これを権限させます。シードペイロードガンマ。実現可能。出力。
生命体未知楽園惑星。よし、パラメーターロック。なんてインターフェース全体に群がっていた記録の雲が崩れ、可能性の無限のダンスが一つの現実へと融合する。ターミナルは沈黙した。突然強い違和感を覚えた。体の違和感。私はここで何をしている？さっき何をしたの？アトラス語で圧倒するという単語を覚えた。何かが宇宙に権限した。ミッションは進んだようだが、生み出しちまったんじゃねえか？新世界をよどう。もうろれつが回らん。ろれつがね、もう回らんのよ。もうレロレロしてる。鳥間宇宙に飛び出したら生命は多分ゲック、コーバックス、バイキン、生命体なしかな。なしとかもあるんだ。さあ出ました。で出先がどうなるの？また出た。私はそれを感じた。妨害者よ、感じたのだ。テンション上がってるな。クリスタルの中に痛み、生命のほとばしり。彼女は星を権限させた。すご。ギャラクシーマップを調査する。なんか飛んだ。何紫星系生まれた。びっくりした。そういうこと？びっくりした。そういうことか。ストーリー的には今この瞬間初めて紫星系を観測したってことか。ようこそ見えていなかった宇宙へ。ついに来てしまったか。あらー、君は彼女を見たか。新しい構成かこれは。出たー、紫星系。龍騎さんパーよかったぜ。そしてようこそ新しく作り出された最も新しい星系のある世界へ。熱いお待ちしておりました。国和様大歓迎。皆さんありがとうございます。いやついに来てしまいましたな、紫星系。そうか、ついに紫星系こういうことだったのか。そうか。トラベラー国和、我々はあなたを歓迎します。ありがとうございます。先人たちよ、私は今そこに追いついた。あなたたちの背中を追う。さあ新しい構成を見ました。そうだ。だが違う。この星は記憶であり現象でもあり、再生されそして神聖した存在。ようこそ新たなそして危険で素晴らしい世界へ。素晴らしい。始まったな、ノーマンズスカイ。物質と時間は直行している。過去のプライムは現在には存在し得ない。過酷な星系現る。ついに出てしまいましたな、これは。だが彼女は帰還しつつある。見届けよう、自らの目で。星々を抜けてルートを突き止めよう。私も後を追う。生き方を教えてくれ。私は急いで自らの体を組み上げた。視界は制限されている。だが君のスキャナーが私の宇宙船の上空を通過する。オートファジーが評価中。16新たな観測者を検知し。始まってるで。もちろん君の宇宙船には互換性がない。彼女の空間はこの現実とは相入れないだろう。私に考えがある。何年にもわたって異常な宇宙ステーションを検知してきた。船には構築物が搭載されている。複雑なエンティティ。彼らは多くのことを知っている。彼らはハイパードライブの構成方法を知っているだろう。君ならそうすると思っていた、妨害者。その形状は君のものに似ている。それは自由。とりあえずポーロについて話すの。私は君の友人が賢くないとは思わない。しかし彼らはガラスを知らない。彼らはここでは役に立たない。ここでヒペリオンなのかい？事
伝構築済みエンジニア？いえ、彼らにはこの知識がないだろう。構築物を探せ。両和音空間でまた会おう。ノーマンズスカイ。うわー、俺ってやっぱノーマンズスカイやってんだな。いいね。やっぱノーマンズスカイだわ。さあ次行こうか。何するって言ったっけ。とりあえずアトランティドドライブの設計図を学ばなきゃいけないから、組み立て完了した構築物、アノマリーの中にいるやつやね。これでセンチネル船が探しやすくなった。新たなものがいろいろ見れるですからね。素晴らしい。いや、このまま行ったるで。ガンガン行くぜ。やべ、重たいかも。大丈夫か。無事か。いけるか。結構重量感じちゃう。落ちるなよ、頼むぞ。ハローフューチャー。他の存在、君の存在。君なのか、君だったのか。私は何かを感じた。空の震え、ガラスの轟き。権限について話そう。入ったら確実に落ちる。本当に危ないよ、マジで。落とさないでね。もうみんな頼むぜ。あれは構成？きっと言葉の意味を問う。私は感じた。すべてを奇妙な感覚、結晶の痛み。このシェルを越えてさざ波のように伝わる。構築された他の者たちへと広がる。彼らの感情が聞こえた。無数の声が叫び、響き、歌っていた。構築された他の者たちは常に見ていた。彼らは彼女を探していた。探し続けて、探して興奮してるな。だいぶついに見つけた。彼女は約束を破った。それこそが私の感じたもの。約束を破ったってどういうことだ。ちょっともうドライブについてもう早々に教えていただきたい。構築覚えている。こちら。素晴らしい。アトランティドドライブ頂戴しました。ありがとうございます。だいぶ話進んだ。長かった。マジでこんなにかかるか。ありがとうございます。マジでよかった。やっとだよ、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。長かったね。君のことも思い出した。一応聞くか。聞いてほしそうだから。ヤディル・アルファ、失われし他者。私は彼らの声を聞いていた。とても古い大きなシェル。大きなる記憶。危険ではない。両和音の空間について。両和音。ありえない空間。空間は失われた。裂け目を折りたたまれた。だが彼女は戻ってきた。私はそれを感じた。君は無事だろう。他の存在よ。確定した。ありえない空間は異常。だが君も異常だ。宇宙船の構成は安全。私もありえない空間を見てみたい。他の存在がアンカーとなる。そこでアノマリーシェルを呼び出すか。我々は後を追おう。さあ、後を追っていろんな世界を一緒に見てくれ。ようこそ新たな世界へ。ようこそこちら側へ。やっと到着。長かった。マジですげえ長かった。めちゃめちゃ大変でしたな。おかげさまでなんとかここまでたどり着くことができました。皆さん本当にありがとうございます。なんとかここまで来ました。結構やっぱ時間かかったね。ちょうど日付変わってすぐだね。とりあえずはね。とりあえずあれか。こいつに新たなヤー2をインストールしちゃえばいいんだね。これだね。いけるガラス持ってなかったっけ。
生けるガラスは持ってた気がするので、もう一回ここ出るか。不安定だから、とりあえずここ脱出して安定したところでちょっと荷物整理したりとかいろいろしよう。さすがに体力いっぱい使った。落ちるの怖いですからね、本当に。そう落ちたら辛いんよ。さすがに一回宇宙ステーション行こうか。一発宇宙ステーションに行こうね。一応間に合ったのか。これは一瞬なんか貫通しちゃったけど、まあとりあえずなんとかなったみたいや。到着でござるぞ。さてなんだっけな、一回拠点に戻ろう。いや違うな。この場で船出して、それはコルベットのケツに全部つまさってるから、そっから出した方が早いんだ。こうして生けるガラスが1枚あれば話は済むので、何番目だっけかな、こっちだったかな。生けるガラスちょうだい。ちょっと待って、さっきもらったものもここに放り込んどくか。この辺ね。ちょっと今日のこれなんだ、わからん。一回しまう。あとは一旦、まあでもこう、ごめん本当に申し訳ないけど、これもしまっていいかい。申し訳ない。一回ごめん、しまわせてちょうだい。ごめん、本当申し訳ない。一回しまう。で、生けるガラスを1個だけ欲しいので、1個。これで話が進むんじゃないでしょうか。これで話が進むのでは。どうなんでしょう。進んでくれ、頼む。もう今日はね、割とお腹いっぱいだからね。今日はこんなもんでいいことにしとこうぜね。あ、目がついてる。そう。でも目は前からついてたかな。なんかね、ただ目が点灯しない時があるからね、それがよくわかんないんだよね。どっこい、小一搭載。やっとここまで来た。長かった。本当にもう、さすがに疲れたね。いや、さすがに疲れた。これでいつでも紫星系飛べます。いやーよかった。やっと来たよ。紫飛んで、ありがとうございます。いやーだいぶかかったよ本当に。でもこのままもう紫行っちゃっていいんでしょ。よいしょ。もう紫に行ってしまってもいいのだろう。素晴らしいことだぜ。ここに行けばいいのかな。あ、巨大ガス惑星だって。スタンプありがとうございます。嬉しい。なんとかここまで来た。長かったマジで。ガス惑星行こうか。近場に巨大ガス惑星の石がありました。素晴らしい。早速巨大ガス惑星、素晴らしい。流れがいいね。行っちまいましょう。行きましょう。でっか。もうすでにでかくね。お、
活性化形跡。あ、活性化ヘリウム欲しかったやつだ。うわすげえ、ついにここまで来たか。このスペースアノマリを固定する。なんでまあそうしろって言われたならするか。ああそういうことか。まずここに入れてね。よいしょ。オッケー。よし、じゃあまず話しかけるか。いやー長かった。どこだ、どこでもない。いや我々はここにいる。ありえない空間の中に。私は知っているシェルパーツの中で、エコーソウルの中で。だがそれでもこの空間はやはりありえない。失われし他者は入ることができない。どう感じる？私は奇妙な感覚。ボディシェルとアノマリーシェルは二重のシェル。内側は外、外側は外。内側は家、外側は外。だが外にも家の感覚がある。この奇妙な感覚は定義されていない。だがありがとう。この存在を訪ねてくれて嬉しい。ありえない空間というのはどういうことなんだ。この空間はまだぼんやりとしている。一部はガラス、一部はシンクの夢。君の失われし存在は入れない。ヤブリアルファ。ありえない空間は統合されていない。だが我々は、君も私たちも。オーロビルダーは境界のない心で気づく。マリーシェルはその狭間をすり抜ける。ならば、ありえない空間も可能なのか。境界のないポーロビルダーならば、このガラスを研究し、この空間を結合し、現実にできるかもしれない。構築物は別れのうなずきを返した。何も私を興味深げに見つめ続けている。すごいね。現実と一緒で巨大ガス惑星は衛星が多いです。現実と一緒だとやっぱりいろいろあるのか。ネタバレかいそれは。サブデータ、紫星系出現しないことに今気づいた。じゃあ進めなきゃ、それは。そら進めなきゃいかんでしょう。これやること増えちゃうね。よし。おいで。はい。進みましたね。疲れた、マジで。ワープの調整が必要です。じゃあ現在の成形にワープしますね。はい。ちげえ。専門家ポーロに話しかけなきゃダメだったか。やばい、説明全然読んでなかった。マジで説明がね、分かりづらい。本当に分かりづらい。疲れる。遊んでて疲れるぜ。細かいところだけど。なんか書いてあるね。でも専門家ポーロに相談するって全然下に出てたわ。配信画面だと Y の後頭部に隠れてるかもしれないけどね。表示は全然出てました。申し訳ない。全然もうダメだね。もうさすがにずっと配信してるから疲れてるね。疲れモードやで。届け。痛い。つまずいた。やばい。不器用。あるある。毎回ミッション終わったらミッション確認してってやってました。これ大変よね、本当に。この手間がとにかく大変。ポーロどうも。興味深い。喜んでる。宇宙は変化する。恒星は成長し消えゆき。天体は湧き上がるように生まれ、あるいは避けていく。
学ぶべきことは尽きない。全てを知っているとは口が裂けても言えない。だがこことここではないは単純なはずだ。星は存在するかしないか、そうだろう。いや、アノマリの報告は少し違う。我々の家はその狭間に停泊している。これは興味深いことではないか。状況を説明する。ポーロにアトランティドの記憶とアトラスがどのようにしてこの不協和音星系を修復したのかを話した。ゲックはうなずきながら私の言葉を聞くたびにその表情を明るくしていく。ミッション中に腐った唾液まみれの手を差し出してきたポーロさん。あったね、そんなことがね。ビタだったね。ああ、トラベラーフレンド。君はいつも驚きに満ちているね。新しい記憶、新しい宇宙、新しい現実。君は前回会った時と同じ君かい？私は同じポーロかい？知らないというのはなんて素晴らしいことなんだろう。アノマリーテクノロジーについても教えてくれ。いや、もうサパサパっと行こう、もう。私は家を誇りに思っている。回路を通過する方がある。アトラスには見えない。ありえない空間ってのはどういうことなんだい？ありえない空間？奇妙な言い回しじゃないか。この空間はあり得る。ただ見つけるのが容易ではないだけ。これも許可されるべきではない。君はアトラスによって許可を得た。そしてアノマリーステーションは許可など求めない。寛大だね。いい場所だ。オートファジの宇宙船？これらの自動構築物は奇妙な機械だ。密接にサルベージすればどんな形にも変化できる。が君の友人ヤプリーアルファはどうやらこの空間へのアクセスを許可されていないようだ。少なくとも今のところは。ポールは素早く計算し前に押し進めた。そうだ、トラベラーフレンド。私たちならできると思う。システム許可を解放して全ての友をここへ迎えよう。でもナーダには話したか？アトランティド、アトラス。これらは難しい話題だ。だからまずはナーダと話しておくれ。ちゃんと会話を聞けば次に誰に話せばいいか分かるからね。こんにちは、ナーダ。話の続きをしよう。我々はどこにいるのだ、トラベラーエンティティ。ナーダは突然重力を失ったように感じた。コンバージェンスの追跡が消え去った。まるでナーダが見えなくなったように。これはね、じゃあアトラスについて説明しよう。カクカクシカジカカクシカジカ。ナーダを理解している。だが私の認識は異なる。アトラスの偽りは何もなさなかった。このアトランティドは親愛なるエンティティが編み上げた記憶から生まれた。精神が形作る物質。すべての魂の中に広がる宇宙。美しさ、そして悲しさ。無数の思考、膨大なデータが削除され、忘れ去られた。エコー、異端者、消滅した。難しい話やシステムの解放について説明します。なんかうまくやったらみんなを招き入れることができるらしいです。失われたビルダーエンティティにアクセスしますか？ナーダは一瞬黙って考える。この星系はナーダがまだ逸脱していなかった頃の古の場所。だがナーダはここにいる。親愛なるエンティティ、君がパラドックスを起こした。これじゃあ前にいた場所なのか？今いる場所っていうのは。この空間そのものも逸脱。秩序から外れたエラー。ここではコンバージェンスがナーダに届くことはない。エラーにとっての安全地帯、聖域。失われたエンティティもまた聖域を得るに値する。だがこのシステムの開放が何を意味するのかは誰にもわからない。わからないのだ。もしも。ナーダの電子ボイスが震える。考える時間が欲しいかい？いいぜ。ゆっくり悩むといいさ。重大な問題だからさ、もう話一回で済ましてくれよ。何往復するね。話は一回で済ましてくれよ。ポールは私の背後を見つめている。オーバックスの友を見守るその目には、心配の光がきらめいていた。ずっと目キラキラしてるね、ポールさんはね。その瞬間はあっという間に過ぎ去った。ポールはいつもの温かさを取り戻した。トラベラーフレンド、ナーダのことは心配しなくていい。私が心配しよう。きっと大丈夫。優しいね。私はシステムデータを確認したし、賢い建築物の友も手伝ってくれた。構築物だが毎回間違うの。回路図には大いに自信がある。我々の実験を始めよう。うわあ、なんだこれ。リアリティアンカー。古代の、新生成は時空の奇妙な交差点、すなわち最も不協和音が強い場所にのみ存在する。
このような場所を現実の他の部分と結合するには適切なアンカーが必要となる。ほー、キラキラお目目。目光ってるんだよ、ポーロさんは。世紀を探索せよ。みんなのためにものづくりを楽しめ。ナーダには私から話そう。よろしくね。ナーダの話難しいからね。よし、話が進んだぞ。今日はもうわりかし疲れてるぞ。じゃあここからどうしようね。次にやるべきことはリアリティアンカーを組み立てる。宇宙から星をスキャンし資源を探す。でもまああれでしょう、少なくともガス惑星には大体揃うでしょう。早速巨大ガス惑星レッツゴー。最高か。わ、すげえかっこいいシップがおる。いいね、かっこいい船があるね。すごいね、あんな風に動くパーツが。アームか。やっぱ人のコルベットは面白いね。また出会えたらいいね。一期一会ってやつさ。また機会があったら会おう。かっこいいコルベットよ。さらばだ。あまり無理なさらずってかっけー。もうノーマンズスカイはこれだからさ。惑星の記憶、データを探し素材を見つける。まずはパラフィンを集めると。パラフィンあるんじゃね？持ってなかったっけ、手元にパラフィン。これパラフィンすげえいっぱいあった気がするけど、どっかに置いてきたっけか、パラフィン。整理整頓して全部置いてきたか、もしかして。あー、俺パラフィン整理してないかも。あー、パラフィンないや。まあいいか。こちらにコルベットが2隻あります。あんまりね、あれだよ。今日はストーリー楽しむ日だからね、要素増やされると対応できなくなっちゃうからね。今日はできるだけストーリーを楽しみたい国風でございますれば。さあ、どこに向かえばいいんだい。とりあえず今日はさ、拠点に適当な基地1個建ててもう終わりにしよう。さすがに疲れた。オブジェクトがどうのとか言ったけど何もなかった。何もなかった。パラフィンは掘りやすい方ですからね。そう、集めるのも急ぐものでなし。わ、すげえ。ちょっと層が厚くねえか。これ地上たどり着く。ガス惑星ってのはどうなってるんだ。何もなかった。地上遠い。今やっと大気圏か。巨大ガス惑星っていうけど、やっぱ大気圏というかガス層がめちゃめちゃ分厚いんだね。すげえ遠いね。あ、いいのか。俺が飛んでなかっただけだわ。はい、到着。よいしょ、よくでしょい。さあ、視点を上に上げよう。めちゃ緑、めちゃ緑。メロンソーダの中のよう。なんか着地にちょうど良さそうなところ、あ、なんかあるね。一旦この辺でいいかな。洞窟も近くにあるし。この辺りをキャンプ地にしよう。じゃあ何もなかった。ほなメロンソーダか。メロンソーダかも。到着。ついに来たか。あ、変なボタンを押してしまった。危ない危ない。さあ、なんか新しいものが見つかるかな。どうだろうな。未スイスの結晶ってこんな大きさになるの？
一応スキャンしとこう。地上で塩取れるんか。酸素も取れるんだ。へえ、おもろ。そんな感じになるんだね。まあ、別に今いらんのだけど。生身での効果は緊張する。さてと、何をすればいいんだい俺はここで。あ、そうか、とりあえず基地作るって言ったっけか。とりあえず基地を適当なこの辺に作って。わあ、基地作るのめんどくさそうだな。とりあえず高いところに。とにかくここ重力強いよ。なんか飛べないと思ったらそういうことか。重力重いんだね。オッケー、了解了解。こういう土地なんだね。コルベットパーツの真ん中に突っ込んで埋まった。大変やん。じゃあとりあえず今日は疲れたので適当な地面に、適当に平らっぽい地面に、適当に平らっぽい地面になんだらかんだらを立てて、くつろげる拠点を1個用意して終わりってことにしますか。出して出して。一回インし直してもいいのよ。そしたら一回インし直したりしてもいいのよ。ありがとう。脱出。祝脱出。なんかあっちで光ってるものがあるな。後で探しに、後で覗みに行くか。よし。で今から Y 拠点建てるからみんなちょっと建築待ってね。ちょっと Y の思うちょうどいい拠点今から建てるんで、みんなはちょっと建築待ってね。先にやらしてね。申し訳ないね。ちょっと待ってね。ちょっとごめん、避けるよこれ。申し訳ないけどごめん、一回避けるよこれ。ごめんね、一回避けるよ。一旦避けて、こっちで一旦伸ばして、一旦伸ばして、一旦こんなもんかな。そっち伸ばす必要ねえか。どうせそっちに伸ばしてもいろいろ邪魔になって使えなくなってしまう。これはそっちもいらねえな。この辺もいらない。そっちに食い込んでる分もいらない。一旦豆腐でもいいかな。一旦豆腐でもいいか。これは非常にまずいね。これはめんどくさい。これはめんどくさいな。自分から見ると国風し浮いてる。まあ浮いてっからね今。嵐に巻き込まれてるからね。嵐フォードリームだよ。困ったもんだよ。ぐるぐるだね。これ死ぬ可能性あるな。ちょっとまずいね。すごく第一話のヤマト。危ねえマジで。普通に危ないなこれ。これが巨大ガス惑星です。辛いね結構ね。せっかく基地建てたのに場所がようよう分かんなくなる。こっちか。さっさと基地を形にして落ち着けるようにしないといかんね。仕方ないな、不本意だけどもう本当に一旦適当に決めちゃうか。もう何も考えずにとりあえず決めてしまおう。話はそれからだ。
とりあえずで決めちゃおうぜ。後から広げられると考えれば、そうそうそう、後からできると考えればね、全然問題ないからね。って言って天井は一段上げるというこのこだわりよう。そんなんいらんやろって話。このこだわりよう。どうしても天井は一段上げたかったやつ。で、通常の天井だとつまらないので、斜め屋根をかけるというこのこだわりよう。間違ったし。忘れてた。これ、足場のあれがないとそっち伸びないんだっけか。ので、こうして、やばい。こんなことやってる間に多分ね、もう一回飛ばされると思う。このまま行くと。何をしてるかと言いますと、ここの高い段差のところにこの屋根を設置するための小技ですね。こうすることによって本来つかない場所にこいつがつくので。で、どうしようかな。屋根こいつで。取り間ね。とりあえずまずでね、こいつをね、こういう形でね、くっつけてあげて、で、こうやると反対側もつくんじゃないかね。バッチリなんじゃないか。いいね。グッドだね。OK。で、斜め。こいつの、このパーツで、いや、建築も慣れたもんだね。お手のもんだよ、もう。このぐらいだったらもうこんなんすよ。で、上のこの空間。電力どうします？みんな、一旦建築はいい。手伝わなくて大丈夫。みんなちょっと落ち着こう。みんなちょっと一回落ち着こう。大丈夫だから。ちょっと待とうね。みんなちょっと落ち着いてね。大丈夫よ。ちょっと待ってね。みんな待つんだ。上はもう開けといていいか。上はもう開けよう。もうどうしようもない。なんか面倒になってきた。開けよう、とりあえず。いいんだ、開いてても。開いててもいいのさ。上のこの謎の空間はじゃあどうするかって話にはなるんだけど、そこ埋まるのかな？何かのパーツで。こいつだ。忘れてた。これで埋まるや。OK。で、とりあえず拠点立てました。そう、殿に全任せでお願いします。殿に全任せでいいからね、みんな。大丈夫よ。手出さなくても大丈夫よ。お題はもう落ちてますよってに。パンダさんいつの間にかね、スルッとフェードアウトしてくれたからね。今日はそれでええねんでみんな。今日はね、全然それで良いからね。全然それでいいんだよ。一旦この辺に適当に設置します。一旦ね。で、こう。で、こう。本当に必要なものだけとりあえず適当に貼っつけとけば済む話だから、とりあえずこう。で、電力がまだ来ないので、とりあえずこう。で、ここで初めて、セーブポイントを、まあ、この辺でいいんじゃねえか、とりあえず。で、あと必要なものは、国風の生建築。生建築なんて言葉があるのか。まあ、ある意味そうか。で、つけた。とりあえずこいつ、そうだ、ソジウム調査持ってないんだった。ので、二水素ゼリーで作れるこいつを一旦置いといて、取り間考えるのが辛いので、もうとりあえず作れるものだけをチャカチャカっと作ってポロポロっと置いて一旦いいことにしたい。今日この頃。逆じゃね。君の正面はこっちだろう。ここをガス惑星の拠点とする。今夜はガス惑星は昼夜が分かりづらいですね。それも辛いとこやね。分かりづらいんや。これで必要なものは最低限ついたね。あとは、適当な明かりを適当に何個か設置しとけば、これ気に食わねえな。個人的には、いやー、何置いても気に食わねえな。何置いても気に食わねえや。どうしよう。今日はピンときませんね。
日はピンときませんね。果たしてこれで合ってるのかどうか。あとは夜、朝になるのを待つばかり。時間は見れないのかな。どうだ。あと4分だね。あと4分だ。わかるね。うん。これでまあ、とりあえず必要最低限のものはついたよね。あとは、電源がついてくれれば OK。ちなみに、温度が19度。まあ、それもいいね。OK。ジョージエクストリーム嵐の惑星ですね。なかなかしんどいね。じゃあまあ、今日は一旦ここで、昼間になっていろいろ稼働し始めたら終了ってことにして。どうしようかな。バイオ燃料リアクター置いてもいいですか？ちょっと今日は建築待ってちょうだいね。ごめんね。申し訳ないけど今日はちょっと建築待っててちょうだいね。ごめんね。申し訳ない。今日はノータッチでいてくれると嬉しいな。うん。今日はもう、配信主に任せてくれると、すごく嬉しいな。今日はすまんがそれでお願いいたしたい。すまんね。今日はね、申し訳ない。今日はそうさせてくれ。ねえ、大和方から覗いてらっしゃる。興味津々。こうだな。こうだね。了解です。助かる。そんな感じで頼む。主のペースで行きましょう。そんな感じでお願いいたします。じゃあどうしようかな。経団つけたい気持ちはありつつ、なかなか経団つけるのが難しいという実情もありつつ、じゃあ消しちゃいけないものを消してしまった。何やってんだか。手先が言うことを聞かないわけですよ。まあそういうこともあらあな。まあ一応登ろうと思えば登れる状態になってんだね。時間が4分だとなかなかかかるね。とりあえずセブスの忘れた。セブだけしとくか。オッケー。虫ペースでと運べりゃ幸せでござるよと。あと何つけれるっけ？あれか。この辺だね。マイクロプロセッサー3ついるっけか。マイクロプロセッサー数が。材料がね、カーボンナノチューブがね、悲しい。カーボンナノチューブ。違う。そうじゃないんだよ。そうじゃないんだよ。お、開いたね。よし、開いた。偉いぞ。ドン置きの方がいいな、今だったら。どうせ建築まだ全然形はあれだし。オッケー。オン。どんなものがオウムジェルとか買えるんだ。へえ、すご。やっぱ手に入るものも内容変わってきますね。グッドなんではないんでしょうか。家が浮いておるということ？この地面的な意味で。これも消していいんだった。地面的な意味で浮いちょるのかもしれん。悲しいぜ。この周りをちょこっと整備していいことにするか。宇宙船止めれるようになればあともう話はね、こともなしだからね。また嵐だよ。やだね、嵐が次々来るのね。そうすると嵐が嫌なので、ステーションと同じものを売ってます。素晴らしい。わかりやすい。地面を1個2個伸ばして、ちょっとここにコルベットあるのあれかな。ちょっとこのコルベット避けてもらうことできるかな。このコルベットちょっと避けてほしいな。いいか。いや、避けなくていいや。こっちにつけるや。こっちにつけます。大丈夫です。
マイクロプロセッサー、金属プレート級マイクロプロセッサーに、はい。マイクロプロセッサーが2個。金属プレートが10枚。9枚か。よいしょ。よし。なんか部屋めっちゃ緑やな。巨大ガス惑星ある。あ、やばい。リチャージしない。死んじゃう。危ない。いやー、外暑い。いや、本当に暑い。オッケー。これでいろいろ解決だね。とりあえず。よし。とりあえず、本当の必要最低限の生活範囲は確保。家の中入ったのに全然綺麗にならねえな。あれか、一回拠点離れないとダメか。気を抜くと一瞬で持っていかれますからね、空に。辛すぎ。さすがに辛いぜ。ってことはあれだな、そこ窓じゃない方がいいな。その前提で言うと。飛んでる最中に空に飛ばされる前提を。重力表、上がりずれ。きついこれ。移動きついね。非常に移動きついわ。なるほどね。こういう惑星が存在するわけね。オッケー把握。じゃあこう。忘れてた。そっか、1個高いんだっけか。でね、最近のね、ごめん、消しちゃった。ごめん。最近のね、国数の、その階段の使い方がね、こんな感じなんですよね。でこっからそいつに対して伸ばすんだけど、このままだと伸びないんで、こいつの正面にこの板張って、で床を張って手前消してってやると、この階段がなんと綺麗につながるというね。最近この構築にはまってる。階段綺麗。最近のマイブームです。何気に竜巻一つで抜け出せた殿のキャラコンうめえってなりました。本当によかった。ヒュー、褒め上手。ありがとうございます。すごい空間ですな。で、念のために吹き飛ばされた時用にここの窓をね、あれにしたい。ここ窓一回消すよ。その高さなら建築カメラで届きませんか？届くか。一回これ消します。そもそもね、ここね、登れるようにしたかった。大丈夫か。で、ここを、これで床って繋がるはずだから、これで繋いで、こうして、で、手すりが、多分こうつくんだよね。で、やると、これでベランダ仮になるので、こうすることによって上にスパーンで飛ばされても、やべえっつったらここに着地ができると。ここにだけ明かり1置いとくか。すぐに分かるように。こいつが確か光源として意外と届くんだよね。確か。こう置いとくか。とりあえず。オッケー。万が一飛ばされたらここに戻ってこようね。匠の技だったのかもしれない。意外と。この星怖いね。なんか飛べそうな感じがするのに、気抜くとなんか変な方向に持ってかれたりとか。でもお空は綺麗ですね。ただ空間がめっちゃ緑なのがね、すこぶる気に食わないまあ一旦いいことにするか。なんか見栄えが正直あれだけど、私初めて巨大ガス惑星に降り立った時は竜巻5つぐらい持ってかれて変な笑い出ました竜巻5つ切なすぎるでしょそんなこと臭そうね。めっちゃ緑だからね。ガスだからね。ガスプンプンだよ。暑いしさ、仕方ないよね。ここの生活拠点に関してはまだでもあれでしょ、ガス惑星も本当はもっと過ごしやすいようなガス惑星あるんだよね、きっとね。そうだと信じたい。よし。では絵面が緑なので、じゃあ拠点組み立てたよねっていいことにして帰ろう。一回もうリアリティアンカーうんぬかの次回にしよ
声高くなりそう。確かにね、ヘリウムだからね。そんなことある？そんなことあるかい？じゃあすいません。さすがにここ環境があれなので、まあ、拠点建てたのでいつでも帰ってこれるので、一旦帰りましょう。一旦帰ります。オッケー。あー、疲れた今日。ああ。ただいま。あ、すげえ体力使った。やっぱね、いつもの星がいいよ。次は海洋惑星ですね。そうだね。海洋惑星だね、次はね。うん。よし、とりあえず。とりあえず。うん。まあ、2枠目だから仕方ない。それも確かにあるね。そうだよ、今日2枠目だからね。あれ、ちょっと待って、配線。あ、ここそっか。夜にならないとつかないんだ。忘れてた。この星は綺麗だね。もうガス惑星行く必要ないんじゃないかな。こんな綺麗な星住んでるんだし。もういいんじゃないか。もういいんじゃないか。もう俺は疲れたよ。バナージ。俺は疲れたよ。一気に体力使ったね、今日は。さて、宇宙ステーション来たら変な人いた。誰？恐怖体験。謎の恐怖体験。怖すぎる。よしと。じゃたまにはね、こっちの、展望スペースみたいなところで、ちょっとくつろぎながらエンディングとしましょうかね。さすがに本当に疲れたな、今日。隆起は静かにされて鬼眠い。お疲れさんでした。隆起さんとひまじんさんまだおる？まだおるかい？お疲れ様でした。じゃあみんなお疲れちゃんやね。国和氏の惑星はいいね。ありがとう。ちょっとね、もうそろそろね、配信は締めようと思うんだけれども、ちょっとね、ご相談というか、お話ししときたい部分があるので、ちょっと聞いていただきたいんですが、一応そうね、配信してる時にさ、やっぱりストーリーモードとか楽しみたい時は、できればね、ストーリーモードに没頭させてほしいっていう気持ちがあるのね。ワイさ、普段の配信だとさ、ワイの配信フリーだからって言ってみんなで集まって、いいよ、入場フリーだよって言って遊ぶじゃん。あれはなんだろう、そういう風なつもりで最初から枠立ててるからいいんだけどさ、できれば今日みたいな一回しか楽しめないストーリーなぞる流れとかさ、あれはできれば堪能させてほしいなっていう。そう。手伝ってもらえるのは本当にありがたいんだけど、国数はできればね、ちょっと苦労したいかな。できればめんどくさい過程みたいなのもね、個人的には楽しみたいタイプだから、アイテムとかパッともらえるのもね、気持ちはすごい嬉しいんだけど、それなんかアイテムもらっちゃうとね、話が終わっちゃうんだよ。そう。ほら、今日もさ、もらった、ボルトスタッフのパーツ全部しまったじゃん。あえて使わずに。あれ作ればもう話終わりだったと思うんだけどさ。それやっちゃうと、ね。せっかくのゲームが、ね。非常にもったいないので、できれば遊ばせてほしいなというところがございます。パンダさんも途中チラチラっと参戦したね。途中ちゃんと後方腕組み大先輩してくれたから、スウォームで一回やらかしたので自重しております。ノーマンズスカイすごい自由なゲームだからね、ここの距離感が多分他のゲームより難しいんだなっていうのはね、なんとなくわかる。他の配信でもね、
そう、他の配信者さんがリスナーさんにキレ散らかしてるのをなんかちらっと見たことがあって、そういうのされちゃうとさーってなんか、うわーめっちゃ怒ってると思ったんだけど、まあやっぱり本当にすごい自由なゲームだからさ、その一個一個の距離感が難しいんだよね。そうだからその辺がすごい難しいとこなんだなーって思ったんだけど、これやっぱり喋っといた方がいいかなと思って。みんなで楽しむのは好きだからもちろんいいんだけど、今日のはね、今日はソロでやらせてほしかったなって気持ちがちょっとあった。だから途中でね、その宇宙船のそのなんだろう、X モジュールいっぱいもらえたのはね、マジで嬉しかった。本当にありがとうございました。しかもガチャでめっちゃ当たり2つ引いたもんね。もう多分ね、俺今週多分どっかで車に足の指踏まれて怪我すると思う。よくわからん例えになったけど、多分ね、運が良すぎて多分どっかでぶり返しが来ると思う。今週ぐらいに。本当にありがとうございました。本当にありがたい。あとはね、できればその、流れをちょっと可能であれば読んでもらって、あんまり変な、楽しめるところも全部先でやられちゃうと、ちょっと、内心、それ国数やりたかったなって、ごめん、正直ね、思うところが節々あって、ああ、それやりたかった、見たかったなって、実はちょっとあったんだ。でも、なんだろう、協力してくれようとしてくれるのはすごい伝わるからさ、なかなか言い出せずに、もっと早く言えばよかったんだけどね、そこはね、本当にごめんね。できれば、みんなで遊ぼうぜの時は、ぜひみんなで参加してほしいんだけど、やらしてほしいとか、今日はできればって時はね、一人でやらしてほしいなってところはあるから、次からね、同じような場面やったら、こっちもなんかもうちょっと言葉選びながらね、うまく伝わるように言うからさ。そしたら、あとはうまい具合に刺して、いい感じに、これ難しいんだよな。いい感じの距離感で一緒に遊んでくれたらなと思います。あと、ストーリー浸ってる時に画面にヒュッて出てこられると、今じゃないんだなーって正直ね、ちょっと思っちゃう。正直ちょっと思っちゃう。気持ちわかるけどね、一緒に遊ぶと楽しいからね。ストーカーは良き。どうなんだろう。今日さ、なんかちょっと不安定なところあったじゃん。ちょっとそれが怪しいから、やっぱりあれなんじゃないか。ストーリーをなぞるときは、ソロの方いいんじゃないかな。なんか、プレの事態で落ちましたとかなったら多分目も当てらんないからさ。多分だけど、ストーリーなぞりますよって時は、ジョージと一緒についてもらえるっていう風になると、それはまたちょっと話変わってくるかもしれない。そう。最終手段ではありますが、概要欄もしくは画面に表示のしておくとかになるかも。それね、あれなんだ、本当に最終手段。僕もそれ、一番最初は、手段としては間違いないのかなと思ったんですけど、他の人の配信見てて、ルールの多い配信って、やっぱり息苦しいんですよね。やってる本人も、配信してる本人も、見てる方にすっごい気を使って、すごい苦しそうに配信してるなって感じるから、やっぱルールも設けると、見る方もやる方も、あれなんだなっていうのがあって、まあ正直ルール立てた方が多分、リスナーさん、今一緒にみんな遊びに来てくれてる人たち、もう、ある意味楽だと思うんだ。考える必要ないから、書いてあるからそうなんだなってなると思うんだけど、いざ遊ぶってなったらそうじゃないじゃん。ってワイは思うのね。そう。だから、他の配信とかだと、ルール設けますって、あれ、不意にかけるって意味だと思ってるから、これ守れない人は来ないでくださいみたいな意味合いにワイは見えちゃうのね。ワイはね、別にいいのよ。あえてルール設けずに来て、なんか変だったりダメだったりしたら、今日みたいに都度説明して、こうだよねって、こういう気持ちだよね、だからこうしてほしいよね、みたいな。いや、こうして一緒に遊びたいなって伝えて、これで分かってくれれば、何の問題もないから、そう。可能な限りはこういう形で本当はやっていきたい。わがままなんだけどね、これも。だからごめんね、めんどくさい男なんだよ。そう、めんどくさい VTuber なんだ、国和って。申し訳ないね、ほんと、この辺に関しては。だから変な壁を作りたくない。だからみんなで、都度、上手に距離感測ってって。だからそれもわかんない人もいるし、苦手な人もいるから、だからせっかく来てくれてるんだったからさ、
そういう人たちもそういうのを分かるようになってってもらって、距離感もつかめてないのであれば一緒に掴んでってもらって、でそれで分かるようになって一緒に遊べたらいいなって思うからさ、できればそうなってほしいなって思ってますっていうお話。はいはいそんな感じでいいかな。でも今日もなかなか進んだね。ガス惑星、もうちょいしかねえガス惑星だったらなよかったんだけど、でもガス惑星ガスだから大抵あんな感じになるのかな。いやー、みんなよろしくね。これからもいっぱい国数と遊んでください。ねいや、話聞いてくれてありがとうね、みんな。本当にやっぱ耳に痛かったり気分のいい話じゃないと思うから、そうなかなか言い出しづらいんだけど、いや本当にありがとう。パンダさんもありがとうね。本当にイエスもいい返事ありがとう。ありがとう。ダックスフンドさんもありがとうございます。本当にそうやって言ってもらえると嬉しいです。本当にね、紫星系出現の場面ずっと楽しみにしてたので楽しかったです。5位いやわかる。5位が二重に被る。あるそれだけ楽しかったってことだから、もう僕としては誉れでございます。やっぱこうやってね、楽しかったとかね、そうやって言ってもらえると嬉しいですよね。いやー本当に素敵ですわ。まだおるか。まだおるか。話聞いてたか話聞いてたか。一番聞いてほしい人たちを聞いてたか。そういうことだからね、今後ともそういう感じでよろしくね。できればできれば返事はしてほしかったけど、まあそういうことなわけよ。できればみんなでずっと遊びたいわけよ。一緒にやってこうぜっていう話だからさ、返事してくれたら嬉しかったんだけど、もういないか。OK、わかった。よし、じゃあ今日はこんなもんにしときましょうか。リエさん、グッドボタンありがとうございます。今の画面だとグッドボタン見えなくしてるんですけどね、配信いいなと思っていただけたら、応援していただく気持ちでグッドボタンを押していただけると次回のモチベーションになりますんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。逆によっぽど気に食わないとか、何か物申したいことがあるとかあれば、全然逆にバッドボタン押してもらってもいいので、危ない、グッドボタンを押してた、お金請求されてる？もしかして。あれ？そんなボタンあったか？バッドボタンとグッドボタンの間に丸グッドボタン。ファンキーなボタンだぜ。ひまじさんもお疲れ様でした。今後ともよろしくお願いしますね。ダックスフンドさん、グッド。ありがとう。あるいはコメントとかですかね。そう。何かあれば、もうコメントに書いちゃってもらっていいです。国和も、自分の配信者側の視点でしか物見れないから、見に来てくれてる、遊びに来てくれてる人たちの視点からじゃないとわからないことってあるから、そっちの方でなんか嫌だなとか、こういうのはちょっと嫌だと思うなとか、そういうのがまずいなとかあれば、コメントもらった方がありがたい。そこに関しては、もう嫌われるとか怒られるとか、もう、そういうのは基本的にないので、よっぽど罵詈雑言を吐くとか、急にタメ口を使って命令口調になるとか、なんかそういうふうな、おかしいことがなければ、どんなに痛烈なこと言われても、納得するためにまず一回考えるようには自分はしてるので、なんかそういうふうにしてもらえれば、ぜひ国数の成長の機会をこうやって与えていただければと思いますのでね、ぜひその方もよろしくお願いいたします。いやー、疲れたー。でもやっぱゲームはいいね。いや、進んだよ。本当に。これから今まで手に入んなかった素材が手に入るからね。話が変わってくるぜよ。建築の幅が広がるのが楽しみでございますよ。はい。そんなことでね、じゃあ今日の配信はこんなところで終わりにしようかと思います。はい。あとごめん。最後にきついこと言うで。自分の耳に痛いこととか言われた時にもね、せめて返事とかなんか感想とかは返してくれた方がね、心象はいいからね。それは癖づけして、僕以外のところでもそうしてもらえればと思うので、もうできればこの配信で慣れてないならその練習してくれたらいいんじゃないかなって思います。これはお気持ち。ごめんね。いらんこと言って。はい。じゃあ配信終了したいと思います。また次回もね、調子いい時に配信しますんでよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ皆さん、ぐっすり休んでね。いい夢見ろよ。
この野郎楽しい配信してくれて助かるぞ、また見に来るからな、こんな感じ、超嬉しいんだが。そのセリフ超嬉しいんだが、こんな感じがなければ。クソ演技じゃねえか。でもね、パンダさんいつもありがとね。また一緒に遊びましょうね。配信主なのにそこまで物腰柔らかい方はそうそういないので、国和さんは本当に人間性が素敵です。グッド。そう言ってもらえると本当に嬉しい。配信やっててよかった、本当に。配信やってないとここまで褒めてもらえないからね、本当に。ありがたいです。僕が不出来な人間なんでね。なんだろう。そういうなんか複雑な思うところがある人とか、わかんないことが多い人はね、ここでいろいろ覚える機会になってくれたらという気持ちもちょっとあるので。やべ、話が終わんない。D さんお疲れ様でした。ありがとうございます。よし、終わり。終わり。喋りたがりだからね、終わらせるよ。じゃあ、エンディングいきます。お疲れ様でした。